くお願いします。おー、上から下までびっちり。いろいろもらって溢れてきた。整理収納アドバイザー2級の合格証。ここはちょっと片付いてるのにここが、みたいな。このお家がすごい収納がいっぱいあってしまい放題。なんとクローゼットもこんな感じでめちゃくちゃピンク好き悠々感はあるかも。減らしたはずなのにまた出てきた。ワンピース全巻。ライブグッズとか旅行で使うようなもの。クレカ貧乏になってる人めちゃくちゃ見てきた。スポンジの上にこのなんかヨーグルトの蓋があって、これなんでこれ置いてるんですか？これあれですか？式場。エリです。32歳で保育園で働いてます。レイリーです。31歳で病院で働いてます。私はすごいものが多くて仕事もできないし、なんか恋人ともうまくいかないし、彼女からもらったから忘れられないみたいな。前よく来てたよね。今どうでしょうか？この町です。この街で2軍なんですよ、まさにそれって。これ3個もいるの？欲しいな。バルサミコ酢あなた使いますか？あるんだったら使おう。ちょっとここら辺を大改造してます。こんだけ絞り取りました。ゴミでいっぱい。じゃじゃーん、綺麗になっております。今日も物を減らしていくんですけども、ありがたいことにじゃじゃん、僕の書いた書籍「手ぶらで生きる」の中国語版が発売されましたということで、今回で3カ国目なんですけども、この本発売されてもう6年も経ってるのに今更翻訳って驚いたんですけども、ベストセラーで長く読んでいただいて本当にありがとうございますということで、この中国語版だけですね、なんとこの帯の部分がなんかこう切り抜けるようになっていて、このミニシブキャラクターで遊べるよというちょっと可愛らしいギミックになってましたということで、今回お邪魔するのはエリさんのご自宅で、この方もともと僕が開いたオフ会スマホ片付けワークショップに来てくれていた方で、概要欄の LINE 登録していただくと、ぜひ直接ミニマリスト支部に会いたいという方はオフ会の告知とかもやってるんですけど、 LINE を登録するとスマホのアプリアイコン画像150個セットっていうのを配っていて、でそれを一緒に設定してこうスマホの中身をミニマルに美しく整えたりとか、無駄な情報や無駄な通知を切っていってスマホの中身も身軽にするっていうワークショップをやった時に来てくれたのがエリさんで、エリさん自身もこうミニマリストの本とかを読んで、自分の家も片付けたんだけど収納の中身とか一部がまだごちゃごちゃしたままで、なんか減らすに減らし終わらないからぜひ渋さん家に来てほしいですということでご依頼いただきました。でこのエリさんはですね、30代前半のカップルでもありながら、旦那さんがなんとプロポーズしてくれたとのことで、籍を入れる前の2人のご自宅に行って片付けてきたんですけども、ということで動画の方に移ります。どうぞよろしくお願いします。パートナーのものが減らすのが課題みたいなはあったと思うんですけど、クローゼットが3枚つづりぐらいになって広いですね。確かに。そうですね。で引っ越してきて 1L なんですけど、収納がすごい多くて、でもその分こうどんどんこれから物を増やしそうな家だなって心配してて。よろしくお願いします。カップルお二人が登場とのことで、今回お二人で1LDK ですねに暮らしていらっしゃるので、片付け前のルームツアーをさせていただこうと思います。ここは玄関ですね。はい、玄関で仕事に行くときに着るジャケットとか、今着たジャケットをかけてたりとか、あとは鍵はそこにかけて、最近履いてた靴とかすぐ履く靴はこの辺に置いてます。これはヘルメットです。そうだ、こっちだと靴箱が多分あると思うんですよ。ちなみにドアに引っかかってるものでいうと気になったのが、鍵は閉めたってどっちかが忘れるんですかね、鍵。はい。エリの方が忘れてエリさんの方なんですね。鍵を閉め忘れちゃうので、僕はもう書いて、なるほど。鍵は閉めたって書いてくれて、お、閉めてないって言って閉めるみたいな。レイリーさんなんでこうなってるんですね。靴がそこだけではなく、多分こっちにあるのかなと思ってるんですけど。こんな感じで2人分の靴と、まだ掃除機とか、多分備蓄とかですかね。こんな感じでお水があったりしますし、カルビーの箱があるけど、ポテトチップスかな。中身はいろいろな非常食で。一応そうですね。ちゃんと収納の範囲内に靴が入っていて、で玄関に防災カバンがあったりして、ここはちゃんとなんか見直した形跡はありますね。多いかなと思ってます。次水回りを見させていただこうかなと。水回りなんですけども、
こんな感じで割とまあ結構小さめなので、はい。まあ、ただその中でもちゃんとやりくりはされてるかなとは思いますが、タオルですかね。あ、そうです。タオルと肌着関係が貼ってあって。おそらくあれですよね、バスタオルじゃなくてフェイスタオルにしてたりとか、多分小さめにしてるんだろうなっていうのは感じますね。バスタオルはまだ手放してないんですけど、ライブのタオルでなんとか。カップルなので、まあ、多分左右で分けてたりするのかなとか。はい、こちらがレイリーさん、はい。彼氏さんの方ということで。そうです。真ん中は歯ブラシとか洗顔のヘアバンド。ヘアバンドとか。はい。こっちは私。おーですね。まあ確かになんか、どっちかというと減らしてる形跡があるのはエリさん。エリさんはまあ僕のイベント来てくれたくらいなので、結構ミニマリスト志向の持ち主ということで、憧れています。減らしたり見直したりはしてると思うので、はいレイリさんはどうですか？普段減らしてる方だなとか多いなとか悩んでたりします？減らしてる方ではないと思いますね。うんうん。悩んでもない。悩んでもなあまいって感じか。り見えでもないから。うんうん。私がね。そう、減らせ減らせ。なるほどなるほど。で今回ちょっと応募してくれたんでね、せっかくなんでいい機会なのでちょっと見直してみようということで。そうです。デイリーのストックで、うちもストックとかマスク普段使ってマウスピースの洗浄剤、普段のマスク。デイリーゾーンで大体。うん。うちは隠している洗剤とかです。はい。ではいるけど、ややぎゅうぎゅう感はあるかもというちょっことで。と空のボトルもいっぱいあって、はい。まだ使うかもみたいな感じで。見直したいと思う。あ、そうです。まあなので全体的に見た感じだと別にめちゃくちゃ溢れたりはしてないので困ってるとこはないんだろうけど、めちゃくちゃじゃあスッキリしてるかと言われるとそうでもないからちょっと見直したいみたいな。そうです。まあトイレは大体そんなに突っ込むところがないことが多いエリアではあるんですが、全然綺麗だし、まあその上で気になったことがあるとすると、このなんか青いやつ、はいこれなんですか？これドメストです。トイレの縁にシあー、なるほどャンとか。けてで流すだけみたいな。僕逆にこういうところに置いちゃうかも。なんかもう見えない見えないところの企画になるタイプかな。一応後で見直しましょう。はい。このまま水回りで言うとそちらに白いバスケットがあったりして、まだ手放せないバスタオルとストックのタオルパンパンに入ってる。ここがレイリーのうんうん。これはエリーのじあ、これ確か。ここが私ではい。下着とか、はい違うパジャマか。でもなんか今何気ないとこだったんですけど、なんか鍵を閉め忘れるのがちょっと納得いったかもしれないです。なんでですか？いや、結構俺思ったんですよ。ここって多分結構毎日使ってるじゃないですか。で、位置間違えるんだってちょっと思って。ちょっとドキドキしてて。あ、そうですね。はいちょっと調子悪いと思うんで、すいません。大丈夫です。僕のパジャマとはい下着。下着です。はいはい洗濯したら多分ここに入れて、で、またおのおのお風呂とか入ってる時にここに持ち込んで着るみたいなそうですねイメージかな。ありがとうございます。こちらがリビングということで、はい失礼します。ちょっとじゃじゃん。お写真とかは見させていただいてたので、ここら辺とかはもうぱっと見ミニマリストっぽいというかシンプルライフな感じではあったので、まあなんか意思的に勝たせてるんだなっていうのは感じる空間の使い方、ちゃんと床の余白もあるし、普通に掃除はしやすそうということで、まあ問題なさそうというか、ここにね、漫画がいっぱい置いてあったりするので、ちなみにこれはどちらの、まあそうっすよね。漫画好きということで、ワンピース全巻ありますね。あにはしたいけどお金がかかるからどうしよう。そうですね。ワンピースって全部で確か110巻ぐらいありましたっけ？そう110巻。ですよね。まあ僕もワンピース、今日月曜日なんですけど、週刊少年ジャンプ読んで、ワンピース読んできたばっかなんで。コナンも、6巻あるんだ、コナン。確かにデジタル化したいんだろうけど、ちょっとまあ、揃えたし、好きだし、やっぱちょっとお金もかかる。ワンピースもだって、両方で200巻ぐらいあるってことは、多分もろもろ買うと10万ぐらいしますもんね。確かそうなんですよ。っていうので、まあ、こう置いてあると。気になったのがそのまんま、こっちですね。ここにすごいイラストがあったりして、これどちらが買いました？これ私があ、こっちエリさんなんだ。職場でもらったプレゼントみたいなのを子供たちにもらったっていうか。あー、そっか。はい。保育園であ、そうですね。保育園の働いてます。先生ということで、はい。なので、こういっぱいそうですねもらってると。いろいろもらって、溢れてきたら交換してみたいな。うんうん。車好きなんですか？車が好きな男の子が売ってくれてくれましたね。はいランボルギーニとあれテスラかな？テスラですよね。はいあれモデルですかな？この夜遊びのは何ですか？あ、それはいライブに行ってあー、はい。行ったんですね。はい、ドームやってましたよあ、そうでね。す。東京ドームに行った時だね。本当だ。2人で行ってる。二人で行きました。僕も夜遊びはもう2回ぐらいライブ行ってるんで、いつも夜遊び行くとこの夜遊びのロゴのこれありますもんね、ライブ会場に。これあれですか？式場。これははいプロポーズして。あー、なるほど。プロポーズしてて、席入れてない。席入れる前みたいなそう。プロポーズすごいところでしましたね。はいもう結婚式したのかなと思ったけど。今、熱々のカップルということで、まあだからこそちょっと家勝たせたいですね。ここにもう開ける前に書いてあるから、あ、これ入ってんだと思ったんですけど、ここに多分いろいろ、そうですね。はい。
大丈夫ですか？まさにここ片付けたい部分ですよね。そうですね。おそらくまさにここはちょっと片付いてるのにここがみたいな。このお家がすごい収納がいっぱいあってはい。しまい放題なんです。収納で隠せてるからここはいいけどっていうので、早速実はここにも収納がもう一歩あったりしてですね。おー、なかなかボリュームのある、もう上から下までびっちり隙間なく詰まってるということで、ここはちなみにどういったものが入ってますか？ここはストック、はい、日用品のストックとか、はい、お薬とか掃除グッズ、まあ、あと備蓄が一部、そうですね。多分さっきの玄関とはまた別で水が特に、これは普段使いって感じです。ああ、なるほど。じゃあローリングストックって言われるような、はい、普段使いもしつつ、まあ、使った分を補充していって一定数絶やさないようにするのがローリングストックですけど、そうですね。はい、ここに多分水があるからすぐそこキッチンなんで、まあここで水取って使うみたいなことが多分しやすいからこの位置なのかなとかは思ったりしますし、まあ、あとはあれですね、コンタクトレンズのストックとかもろもろいろいろお薬とか詰まってる感じですね。まあ、ここは正直ちょっと見直せると思います。ちなみにエプロンされてますけども、なんかちょっと専業主婦に見えるというかちなみになんかキッチンはどちらがよくお使いになられます？エプロンのせいでなんかレイリさんゾーンに見えちゃうけどでも料理好きだよね。料理は僕の方が好きかもしれないです、ね。おお、なるほど。中の食器とかを整理してるのがエリですね。なるほど。じゃあちょっと中身見せてもらおうかな。はい、エリのエプロンもあるんですけど。あ、2人あるんだ。はい、エリとレイリでちゃんとあれ、ちなみに2人でプリントして。俺がプレゼントして、はい、俺も刺繍ワッペン買ったんですね。はい。星マークははい、オプションでつけてオプションで。付き合ってプロポーズされるまでどれくらいの期間がありました？で5年ぐらい。お、長い。コロナ禍にお手紙でプロポーズしてもらって、はい、コロナが明けて今年の私のお誕生日の時にもう一回プロポーズしてもらいました。おお、コロナの時はじゃあ遠距離でとかだったんですか？遠距離ではない近いけどお手紙で。ああ、なるほどね。ありがとうございます。ということで、じゃあ結構5年間一緒に生活はされてるので、お互いのことはよく知ってると思いますが、キッチンので、ここもあれですね、やっぱり中に何が入ってるか分かるように書いてるんですね。あ、そうです。私が片付けて住み始めてから出入りもあれどこみたいな感じになっちゃうので、こここはじゃあ薬とプロテインと、あとブンブンチョッパーってなんですか？それが詳しくない。はい。具材を中に入れてこう紐を引っ張って砕くチョップサラダみたいなの作るような。はい。みじん切りがみじん切りの。はい。ありがとうございます。あとはまあ上はここはまあ出てる通りですね。ちなみになんかここ気になるなみたいな部分あります？これ直したいなと。食器とかは減らしてはいるんですけど、もう少し減らせるかな。まあ2人分なので必要十分確かにある感じはしますが、パッと見て思ったのはこのキッチンカウンターのとことかはもうちょい減らせた方が多分ここともつながってるし、こことか結構ごちゃごちゃ生活感が出てる理由の一つ。キッチンの中とかこの辺り片付けて、ここは極力あんまり置かない方が、食べた後に食器をここに置いて片付けるとかもしやすいと思いますし、何でも手紙とかも置いちゃったりとか、レシートとかも溜まっちゃってるんですけど。そうですね。ここにセリアに行った形跡が僕の母親はセリアでパートをしてたのでセリアに反応しちゃうんですけど、ここは見直したいですね。はい、ここもじゃあ少し食器が大皿とかがあるって感じですね。ここはじゃあ食食材と調理器具系と調味料が入ってるっていう感じで、ここも塩とちゃんと書いて分かるように、まず収納がそこと加えてこっちですね。こっちにも一応食材があったりするということで、こう雑多に入ってますね。割ともうパック米から何やらいろいろと電子レンジとか、調理器具が置いてある感じですね。ここだけはなんかすごい生活感のない感じ、綺麗だけど床見るとこういう風に物がちょっと置いてあったり、ここだったりとかちょいああいう場所だったりとか、生活感がちょいちょい垣間見れるところはあるかな。またはここにそのまま転がせるキャスターの収納で、トローリーワゴンって言われるようなやつですけど、多分ここはレイリさんのものなのかな。上段の2つがレイリ、下段が私、2人の仕事のものがここに詰まっちゃってる。ここもちょっと見直しましょうか。ソファーとこれなんかちょっと机縦に置いてるんですね。ソファーでテーブルを使わなくて、ここに2人でいつも座ってご飯を食べてて、こっちはこのソファーをリラックス用。ああ、なるほど。こっちに座って食べてで見ることが多いからこの配置になってるっていうな。多分これポータブル電源がありますね。アンカーの。これは防災用とかキャンプ用とか。そう、防災用で。さっきのここなんですけど、ここは多分エリさんのメイク道具とかがあるって感じか。生活動線的にここを取ってここでメイクするみたいな。洗面所がやっぱり混んじゃう。ああ、2人でいるから。こっちでも私は支度をして、エリがあっちで。結構あっちですね。5LDK なのであっちが
寝室に当たる部分があるので、ちょっとこちらを紹介していただこうと思うんですが、パッと見は綺麗というか、2人の家を見て思うのは、家の広さに対して置く家具は、多すぎないというか、物が多かったりごちゃごちゃ見えるご家庭ってやっぱり家の広さに対して大型家具がめちゃくちゃ多かったりするんですよ。テレビだけじゃなくて三段ラックとか、なんかこう椅子がいっぱい置いてあるとか、そのせいでそもそも大型家具が多すぎるせいで部屋が狭いっていうパターン多いんですけど、このお家は結構本当に必要十分な家具なので、そこは問題ないかなと。なので寝室もそんなにごちゃごちゃ感はないし、こういう細かい収納の部分とかだったりでごちゃごちゃ感が出てしまってるというので、ちなみにうさぎさんはこれははい。ライトが。ライトってことですね。はい。はい、これ2人分の充電器が置いてあったりとか。ちなみにこのピンはどういったピンですか？多分ただのゴミです。そう、ちょっと気になったんですよ。レイリーさんのところにピンあるんだと思って。片付けてるように見てちょいちょいそういったものはやっぱりありますね。まあ生活してるとそういうことも。ここはちょっとあれですね、開ける前にちょっと覚悟しとかないといけないというか、おそらく多分クローゼットだと思うんですが、結構広いんでね。まず綺麗な方から見せようみたいな感じですか。はい。こっちが私のエリさんの服ゾーン。もう本当に見えてる部分だけですか？ここ、あとベッドの下にもちょっとだけあるんですけど、ここが私です。はい。でも本当に一旦ここで収まってるんだったら確かに減らしてるんだろうなとか、減らしてるからなのか、ベージュが好きなんだなとか、なんか服の系統がちゃんとなんかこう理解できてるというか、減らしてるからこそちゃんと自分の個性出てるなっていうような、多分かかってる数で言うと20ぐらいなのかな。マリさん自身は結構ミニマリスト寄りなので、減らしてたりはしますが、はい。なんか気になってる部分あります？上がうまく使えないなっていうのと、ここが、ちょっとあんまり減らせないんですけど、小物が多いなっていうのは。そこ靴下と多分タオル、ハンカチとかですね。上下がちょっと気になると、僕もちょっとそこ気になってましたね。上下って一番目線の先にあるところなので、この真ん中の服の部分減らしても、ここはごちゃごちゃしてると一気になんか生活感が出ちゃったりするので、見直したいところと、ベッドにもあるっておっしゃってたので、こっちに季節物夏とかがあるのかな。はい。なるほど。なんか猫とかウサギが好きな感じですかね。バンドのキャラクターとか、ライブグッズとか、旅行で使うようなものとか、アクセサリーが入ってますね。こっちはシーツとかです。こうっていうことでちょっと悲鳴はありましたが、ちなみになんか同じやつがここにはできた。これはレイリの、ライブとかのグッズ。上にかけるやつとかありますけど、皆さんここにキヤノンのレンズがあるのはカメラも好きと。じゃあ一応雑多に入ってる感じですね。エリさんのベッドのとこにエリさんの服が着てるっていう寝巻きとか運動着系の服が入ってるのかなっていう。夏のパジャマと春秋パジャマ、ここは使ってないゾーン、こちら部屋着で使ってますね。ここがちょっとレイリさんのものがちょっと進捗しちゃってるっていうような感じ。レイリさんのベッドは足浮いてるやつなので収納ないんですね。なるほど。収納別でつけられるんですけど、買わずに買わないで頑張ろうって言って、それがいいですね。それゆえにこっちについちゃってるから入れちゃってるっていうような感じ。じゃあ最後ラスボス感あるレイリさんのクローゼット。こっち全部レイリさんですか？服は全部レイリで、あとは使ってない家電とか登山行くので、山グッズとか。登山も好きなんですね。結構仕事服とかも含めて置いてるとかでもなく、ほぼプライベートかな。仕事に行く時が普段着だよね。そうなんです。仕事着で増えるとかないですもんね。完全プライベートの服ということで。服が趣味ということで、確かに服が趣味であればスペースはちょっと広くなっちゃうとは思いますが、上下の使い方で迷ってるってことだったんで、この辺りも上も見直そうと思います。そこは多分靴下、タオルとか季節物かな。そうです、ニットとか。ちなみに結構僕のチャンネルではですね、この衣装ケースをどんどん減らして、もう極力全ての服を吊るしていくっていう方針でやってってるので、結構そういう風になるとは思います。本当に見直して全部ここに吊るせたら、めちゃくちゃ綺麗なクローゼットになるとは思います。段ボールなんだろう。これが山グッズですね。なるほど。片付けチャンネルあるあるなんですけど、一応物が多い家に堺引っ越しセンターの段ボールや人形があるっていう、今うちの定番パターンになってて。引っ越してどれくらいですか？ほぼ半年くらい。多分引っ越しの時に使ったであろう堺引っ越しセンターがありますと。カメラ回ってなかったんですけど、今スマホどこ行ったんだって探し物したんですけど、まさにこう物が多い時はこういう探し物が起きる諸説あるけど、人間人生の生涯のうち1年間お探し物してるんじゃないかなという感じで、エリさんデイリー3択を紹介させていただいたんですけど、改めて自己紹介もう一回お願いします。エリです。32歳で保育園で働いてます。レイリーです。31歳で病院で働いてます。結構お二人家にいない時間は多そうですね。そうですね。その上で何で申し込んだのかお伺いしたいです。スマホの片付けワークショップで初めて渋さんとお会いしていろいろ片付けたんですけど、もともとミニマリストになりたいなっていう
気持ちはあって、で実際に渋さんにお会いして素敵ってなって、参加者の人が Zoom で30分話せるっていうところで渋さんとお話ししてる時にお家に来てもらいたいなって話をしたら来てくださることになって、来てもらったらもっと減らせるかなと。多分僕が来る前にも多分ご自身でもそれこそ僕の YouTube 動画見たりとかして減らしてたとは思うんですけど、ちなみにそういう気づきってあったりしました？よく動画見てるな。じゃあイベント来てくれた時は本当引っ越してすぐ、そうですね、引っ越したばっかりぐらいだったかもしれないです。2つ申し込む機会があって、はい、申し込んでくれました。そうです。で、レイリーさんが折れてくれたということで汚いのは嫌いですけど、そうですね、部分で言うとまあ確かに散らかってるけど、じゃあめちゃくちゃ生活に支障が出るレベルで汚いかって言うとそうでもないから、過去の片付け歴があればお伺いしたいです。私はすごい物が多くて、お部屋だったと思うんですけど、実家に住んでた時が物が多くて、仕事もできないし、なんか恋人ともうまくいかないし、なった時にこんまりさんの本を読んで、片付けたら人生変わるんだと思って、そこから片付け始めて、何回か引っ越していくうちに物もどんどん減ってって、物を減らしていくうちに渋さんのお家だったりとか、他のミニマリストの方とかお片付けが得意な方のお部屋を見て、ホテルみたいな部屋に暮らしたいなと思って、どんどん減らしていって、本とか動画も読み漁って、最近はその渋さんのお片付け動画にすごいハマって、それを見ながら片付けて今の感じ。こううまくいってない時期があったみたいなのもちらっとあったんですけど、どういったことがあったんですか？前に付き合ってた人とすごい喧嘩が多かったりとか、それこそ忘れ物が多かったり遅刻が多かったりありましたし、仕事も1年目とかで初めてで慣れないのに、部屋でもリラックスできないしっていうので、コンディション最悪な状態で働いてたから、結構鬱っぽくなっちゃったりとかもして最悪な感じでしたね。そういう安定しない時期があったとか、なんかもしかすると見てたのかなとか。いや見てはないです。もうさっぱりした状態で。全部終わってからっていう。このタイミングがあえて逆に良かったですね。遅刻と忘れ物に関しては引き続きですけど。じゃあ最後に、改めて物を減らしたらどんな生活をしたいのかお伺いしたいです。ホテルのような、ちょっと無理かもしれないんですけど、綺麗なお家に住みたいなっていうのと、副業とかも始めてみたいですし、旅行もたくさん行きたい。じゃあ今どっちかというと普段のお仕事と家が片付いてないことによってもう少し休日とかも含めて片付けなきゃみたいなところがあったり、さっき言った探し物なくし物とかで時間の余裕が取れてないから他にやりたいことがあっても集中できてない、もうちょっとこう片付けたいなっていう気持ちがあると、なんか片付けの方に時間を割いちゃって他のことができないっていうのはすごいあります。それこそ一応お二人休日ですけども、休日の時とかも外に出かけていっても家がまだ散らかってるからとか片付けなきゃっていうのは常にこうやることリストの上に片付けが常にあるから、常にプライベートとかでもこっちに集中できないというか、家に帰ってきても休まらないみたいな、そういうのをそうですね、今回ですとちゃんと減らし終えてやりたいこといっぱいいろいろあると思うんで、集中できるようにちょっと僕もサポートしますので、よろしくお願いします。お願いします。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに。概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。今からお昼なんですけども、ここから片付けスタートということで、どこから減らしていくか分かりますか？クローゼットを早速行きましょうか。まずは服です。いきなりラスボスに手をつけるみたいな感覚ありますけども、僕の YouTube チャンネルは絶対まず服、クローゼットから減らすっていうのをやっていて、というのもまず効果が出やすいからなんですよね。いろんなとこ片付ける場所ありますけど、クローゼット、服の中から減らすと朝起きた時から服選びがしやすくなったりとか、でクローゼットが片付くことによって大体クローゼットって寝室とかリビングに直結してることが多いから、ここを片付けると物がはみ出てるものをこっちに収納できたりするので、ここが片付くと家全体も片付けしやすくなるっていうので、効果も実感しやすいし、みんなやっぱりね、服っていらないのに買っちゃうんですよね。春夏秋冬ごとに。特にレイリーさんが服好きだと思うので、アパレルとか立ち寄ったりとか、春夏秋冬、ちょうど今もう冬ねなったばかりですけど、冬服欲しくなったりしますよね。ファッションってこう、トレンドがあったりとか、シンプルに好きなものだから定期的にねいろいろ買って新しいファッションを試したくなるっていうので、皆さん服が増えがちなので、鉄則は一枚一枚手に取ってみて少しでも迷ったら減らすっていう風に考えてほしいんですよね。例えば今着てる服ってこれ好
てようと思います？あんま思わない。思わないですよね。それこそなんかパタゴニアのブランドのものだったりしますけど、一応今日ね YouTube 撮りますっていう予定で来てるので、それなりにちゃんとした格好で臨んでると思うんですよ。ってことは2人が着てる今の服ってのはめちゃくちゃお気に入りの服のはずなんですよ。ってものはそもそも捨てようって発想にならないんですね。これ例えば何でもそうです。スマホとか今使ってるメガネとかも本当に必要なものっていうのは捨てようって発想にならないはずなんですよ。ここの服見てみてちょっとでもいらないんじゃないかなって迷うってことは、しばらく着てないとか、そのデザインがもう今の自分に合ってないっていう風に何かこう違和感があるはずなので、迷ったら減らすっていうのをおすすめしてるので、ちょうど12月に入ったばっか、冬に入ってきたので、夏服ちょっと見てもらいたくて、多分夏服今年これ着なかったなとか、来年も着たいとは思えないなと思う服あると思うので、なんで服減らすときはそのシーズンの1個前の服とか減らすのおすすめで、多分ここら辺になんか T シャツ半袖があるんで、そんなにパッと見た感じ多くないです。これが全部なら。そう全部じゃない。全部そうなんですよね。もう準備してましたって感じでしたけども、T シャツがあったりしますし、これとこれか。本当にこれ全部ですか？ははいっていう感じで、このタイミングで減らすときに服を全部固めてほしくて、さっきベッド下にもあったりしましたけど、服がチリチリになってると今自分がどれだけの服持ってるかっていうのを把握ができないし、全体通して見ないとその着回しっていう観点で考えられないんです。服って単品で捨てるんじゃなくて、持ってるパンツとか他に持ってる服との組み合わせで、トータルコーディネートって言葉ありますけどを考えながら減らさないといけないので、単品ではいいけど他のパンツと着回しづらいとか、捨てた後にこのパンツと合わせられたなとかいうふうに失敗することも増えちゃうので、一旦もう夏服全部出してもらいたくて、比較しながら減らしてもらいたいっていうので、なんか少しでも迷うものがあったらどんどん手に取ってもらって、これとこれはすごいよくです。スタメンいいですね、似合ってるっていう、それなんか結構パートナーからのアドバイスもぜひあるとこの T シャツは着てるな。着てるのであれば吊るしちゃいましょうか。じゃあ今吊るした左4着は、この4着はじゃあ絶対にいいやつですね。白ね。ちょっとなんか白ねーって迷いましたよね。ポケット付きとポケット付きじゃないやつ、片方いらないな感はあるけど、うんどっちを捨てようかな。なるほど、いいですね。この2つ見た時にね、どっち迷います？ポケットの方迷ってます。何でですか？若干襟元黄色いかなっていうのと、ポケットは、はい、シャツで付いてるから。こっちにもポケット付きのあると。そう多分白シャツ着るとしても、シャツの中に着ることが多い。なるほど、いいですね、その考え方。ってなるとポケットかぶりするんで、こっちを生かすかな。いいですね。着回しもしやすいし、僕もなんか減らすのはこっちかなと思ったんですよね。襟汚れもそうなんですけど、多分ポケットとかも若干シワが寄ってたりとか含めて、多分そういうの気になると思うんですよね。一つ価値観出たのは襟汚れが気になるっていう点で言うと、今後は極力、白 T もいいんだけど、実際の残した服ってこういう暖色というかネイビーとか濃い色の服が多いので、多分こういう服の方が好みだと思うんですよね。好きだよね。っていうのも、もうレイリーさんの価値観っていうのが、今着てる服もそうですもんね。基本的なので青系中心に買っていくと失敗は少ないかなと思います。次、それは着てるやつですかね。今年も来ましたね。来年も着たいですかね。一応ほっときたいですね。これはなんか今見るとあれだね、毛玉が。私言ったじゃない前。っていうので家族会議が始まってますけど、別に残してもいいけど、今後例えば買うときは毛玉ができないの服と買った方がいいとか、毛玉ができたとしてもちゃんと毛玉取りとかできるのかってことですね。メンテナンスをしてまで使いたいかっていうのを考えた方がいいと思います。年に合わなくなってきたなって感じ。なるほど。多分その感じだと正直来年なんか着てないと思います。新しい服買ってる気がします。やっぱりやデザインが。っぱりそのやっぱりとそういうことなんですよ。前よく着てたよね。けど今どうでしょうか。この街でしょ。この街で2軍なんですよ、まさにそれって。友達とすごい楽しみな日、なんかご飯行くとか、そういう特別な日には着ないってことですよね。そう要はパジャマと近い感覚ですぐ近所用みたいななっちゃうのであれば、それはもうまさに2軍になっちゃってるので、1軍の服を残していきたいですね。そういうでいうと、今残ったトップスが12345着ですね。実際どうですか？これ見てみてこと足りそうだなとか思いません？そうですね。洗濯も1日で乾くしね。6パターンあるんで、どうせ夏なんて、そんな重ね着はしないから6日間違う服は着れるんで、これでいいと思います。じゃあ次そのまま左側いっちゃいましょう。しまってある部分ですね。衣装ケースに入れちゃったから今はたいてますけど、ほこりかぶっちゃうと今シワになっちゃったんですよね。確かに。なので本当に大事な服を大事にするためにも、極力数を減らして吊るせるものは全部吊るしてした方が服も長持ちするし、無駄なメンテもしなくていいので、自然と今いらないゾーンに行きましたので、そんな感じですとなんとなく分かってきたと思います。そういう風にいるものいらないものが今ここ見ただけでも結構もう本当に厳選された感出てきてますよ。どんどんここも空いていってるんですけども、これは春着てたな。
春は着るんです。今は着ないんです。着用シーズンが少ないかなと。今の季節でも着れる服ではあるけど、よく言うのが迷ったら捨てようとか、1年以内に1回も着ない服は捨てようって話はするんですけど、より厳選したいのであれば、着用頻度が少ないものを減らした方がいいとはあります。例えば、春と秋で兼用できるものを今後探すとか、着てはいるけど、例えばテンションが上がらないとか、あるから着てるみたいな服も結構みんな、意外とありますよ、そういうの。心の底から着ててテンションが上がるとかではない、あるから着てるみたいな。なんかにやけてますけど、これが突っ込まない方がいい需要ですか？そんなことないよね。プレゼントでもらったやつはいなんですけど、これを抜くとネイリっぽい色。確かに。これはそうですね、父親からなんでてっきりエリさんかと思ったけど、彼女からもらったから捨てられないみたいな、そういうのではなく、タグもついてる。例えばこれって思い出の品っていうタグになるので、おすすめは写真撮って手放すとか、どうしても父親の思いが嬉しいんだったら1回だけ着て手放すとか、もっと言うとこれね、残せば残すほど時間が経つと捨てづらくなるんです。どんどん思い出のもの化していくんで。手放さそうに行こうかなと。じゃあ、行きましたね。迷う服が出ないのであれば一旦ここ終わってもいいかなと思いますが、どうでしょうか。やっぱりそれが気になると。濃さが違うね。そこはやっぱ女性の方が多分色彩感覚優れてるので、爽やかな感じがありますね。爽やかすぎて冬着て秋冬着れない。みたいな。っていう感じで、はい、結構減らしましたね。2軍に当たるような微妙な服がなくなってみて、パッと選びやすいと思うんですよ。こっちの方がいいなと思えるんだったら減らしていいんじゃないかと思います。デニムパンツ系もちょっと見ていただいて、今トップスがこんだけあるっていうのがもう分かったじゃないですか。なんでそのままパンツ見れば着回しできるできないも多分分かると思うので、その2本がちょっと気になってることで、なんで気になりましたそれ？色は好きなんですけど、色は好きだけど細身なのと合わせるとなんか暗いんですよ。なんか暗いっていうなんかの部分がやっぱり違和感あるんだったら、多分それは今後その組み合わせで着ることはないと思うので、どんどん言語化していった方がいいです。どっちかというとトレンドが割と太めに寄ってったりしてるので、そういう意味でもなんか自分が街で着たくないなみたいなのがあるのかもしれないです。これ今アパレル割と全体的に太くなってきてるんで、前結構ピッチピチで好きに履いてましたけど、今割ともうぶっとくなってますからね。そうこう言ってるうちに減らしましたけど、あともう一着なんか気になったのがどれですかね。そのグレー。なんで気になりました？なくてもいいかもっていう。なんか合わせられるのがこいつらに合わせたのなんだかんだジーパンだし、こいつに合わせるのがいいもののニット、この子しか合わない。はい。組み合わせがね。だからこうかな。こうかなっていう風に、ハンガーも統一しちゃいましょうか。そっちの方がね、クローゼットもかさばらないんで、畳み方とかも統一した方が厳選されてスッキリしてきましたよね。服が好きだからっていうのは着こなしを考えるのも大事なんですけど、同時にクローゼットの中も含めてファッションって考えてほしくて、普段服好きでファッションをこだわってるのになんかクローゼットが来たら今日みたいな、なんかもったいないじゃないですか。すごいごちゃごちゃしてるみたいな。ファストファッションとかユニクロ GU みたいなところってもうぎゅうぎゅう詰めに服が吊るしてあったり畳んであったりしますけど、それよりもセレクトショップの本当に厳選された服が余白いっぱいに吊るしてある方がなんか美しくないですか？服が好きなのであればそういうのを目指した方がいいんじゃないかなとは思ってるので、衣装ケースの中にある冬服出しましょうか。ニットがいっぱい出てきましたが、このアウターと残したアイテムと合わせられるかとか考えながら減らしてもらいたいですね。そろそろいいかな。そろそろってことは正しくて、年齢とかとともに、着用頻度も増えてよれてきたとか、サイズが今合ってないとか、今の自分に合ってないってことなので、ちょっと減らす候補にしてもいいかなと思います。今インスタを見せてもらって、2018年11月24日というので、この時着てるニットっていうのがこれですね。7年あるからちょっと思い出のもの化してるのもあると思います。っていう風に迷われてるのが怪しいと思います。いいですね。思い切りましたね。実際着てるのはこの4つってことですよね。一つ分空いたの？一つ分空いてますね。すごいな。はい。ショーケースが1個空きましたよね。もう少しここ、じゃあ見ましょうか。同じ要領で。特にアウター系ってやっぱりかさばるので、ここを極力頑張って減らした方がクローゼットはスッキリしやすいです。極端な話、夏物とかっても T シャツ1枚なんで意外とそんなに枚数あってもかさばらなかったりするんですけど、冬服とかはいかんせんやっぱり厚手なんで、頑張って減らさないとあんまりスペース空かないです。じゃあいるやつはどんどんこっちに、逆に絶対いるやつこっちにやりましょうか。アウターがすでにもう4つ今こんな感じで、この4つはパッと取り出したじゃないですか。今どうしようかなって思ったじゃないですか。僕の理論で言うとこれ以外全部いらないんですよ。そうです。減らす時おすすめなのは結構初心者の段階なので、とりあえず迷ったものを減らすってのやってもらってるんですけど、これ数が多いといらないものに目を向けると一個一個精査するのに時間かかると。極端な話、もう自分がパッと思い出せるくらい必要なものだけを先に残して、それ以外は捨てるってことをやった方が一番早いんですよね。それがあるべき姿というか、この4つはだってすぐにもう取り出したじゃないですか。それくらい大好きなものなんですよ。それができなかったってことは多分ここにある服っていうのは何かしら違和感があって着てないなとかデザインが好きじゃないとかもう最悪なくていいなと思ってるアウターたちなんですよ。こんだけの数があるからいきなりこれ全部捨てるって言われたらさすがに結構抵抗あるかもしれないけど、極論そういうことです。いるのはこれはいらないっていう見方ができます。綺麗なジャケット持ってきてないよね、ここに。ね、確かに。2つ
2つあるけど、どっちかというと多分カジュアルめな歌の方が好きなんでしょうね。昔はビジネスマンだったんで。おお、はい。営業職とか営業職なんでね。あ、そうだったんですね。これは今でもあれで使う会食とか。例えば今後結婚式とかなんかどうしてもかしこまった場に行かないといけない時用に、例えばドレスな服は1セットだけ持っとくとかでもいいですし、僕最近結婚式行った時はレンタルして、スーツレンタル .com っていうのがあって、注文して2日後ぐらいには家届いて、で僕の場合結婚したらそれ対応して最近も動画上げたんですけども、例えばもう冠婚葬祭はレンタルするとかにフリーキングもいいと思います。実際例えば2週連続結婚式やったんですよ。それでも1万ちょっとぐらいで、多分2泊3日とかでささっと返せば大体6、7千で借りたりしますし、出先で返したりするんですよ。県外に行ってって場合だったらもう県外で返送するから、クリーニング代も込み出しとか、今の自分の体型に合った服とか選べたりするので、冠婚葬祭で言うと、特にお二人千葉都心部住んでるんでめちゃくちゃ種類あるしすぐ届くんで、そういうのはおすすめはしときます。でこれ残すんだったらもうこのタイミングで剥いじゃいましょう。結構皆さんクリーニングした後に綺麗にしておきたいかっていうのでこの袋に包んだものの人多いんですけど、クローゼットはぎゅうぎゅうだからほこりかぶらないようにとか擦れないようにってやると思うんですけども、ここまでクローゼットに余白あるんで袋いらないですという感じで、そうですね、ジャケット意識スラックスも含めて話しましたが、左側のこっちは保留迷ってるみたいな、迷ってますね。今日ね結構本当に初めて物減らすの取り組んでるんで、これはちょっと正直もう少し時間を置いて減らしてもいいと思います。ただここは明らかにいらない服っていうので減らしていただいたので、減らしてみて自分はこういう傾向にあったなとか、減らしてみての気づきとか感想はありますか？同じジャンルが多いですね。多分昔はこれ春用、冬用。確かに季節によって持ってたのか。要はもう本当にここ半分がなくなってるし、ましてやこっちも1個空いてますからね。一発目でここまで減らせたらかなり上出来です。こっちのゾーンにも部屋着があったので、もうまとめて出しちゃって大丈夫です。一応僕考えてることで言うと、お二人の普段着はこっちとこっちで2人でやって、ここをどっちかというと部屋の中で使ってるようなものを2人ここ共有で使うみたいな風にするといいんじゃないかなっていう風には思ってますね。レイリーさんの、はい、ここですね。できたらこのタイミングで用途ごとに分けた方がいいですね。運動着は運動着とか、部屋着とパジャマだって一緒にされてるってね、エリさんは言ってましたけども、兼用できるものは兼用してった方がいいし、ちなみに今の何が入ってました？これは湿気取りです。そうですね、除湿剤的な。それで一つ理由としてはもうぎゅう詰めにしちゃってるかっていうのがあると思いますね。一番いいのはさっきみたいに全部吊るして少し余白残しておくっていうのが。服今3段階あるっていう認識ですね。パジャマと部屋着と外着みたいな。そうです。エリさんはそれを部屋着と外着が一緒になってるんですね。こういうのでパジャマと一緒になってるか、家から出ない時はもうパジャマをずっと着てるみたいな。寝た時の服をずっと着てるのが俺の中では嫌だ。っていうのがあるんだったら着てもいいと思うけど、僕とかは部屋着と外着が一緒って。僕の部屋着がないみたいな感じか。部屋着なのでそんなに人に見せるものでもないと思うから数はいらないんじゃないかとかいうのもあります。洗濯の頻度的に 2,3 パターンあれば困らないとかあると思うんですよ。洗ったら基本的に次の日乾いてるからね。それであれば2セットあればいいよねとか、いい機会なんで2人で話し合いながら見直しましょう。そうですね、一旦部屋着パジャマ系はこれに収まった。あっちが開きましたよね。これはちなみにあれか、それは腹巻きですね。腹巻きじゃあはい、了解です。走りに行かないよね。走りに行ってない。走るのあんま好きじゃないですか。膝に良くないんで。山の服で走っちゃいけないんですか？登山用の春夏の感じで走ればいいんじゃないか。兼用できるものはしてった方がいいです。この辺りが使ってないとエリさんもこれ使って見たことないっていうので、この辺はいらないですねっていうので着実に家族会議が行われてますけどでどんどんいらないものが積み上がってきてます。形が違うんだよ。これ V、これはねだいぶ前、大学生の時から持ってるから。T で使ってるんだったらね、ボロいとかもないし、使ってもらっていいし、多分夏物とかは奥にやっちゃって手前にそういうヒートテックとか冬物系を置く。運動着系はもう運動着で逆に新しく1個使っちゃってもいいかも。ハンカチめっちゃあるな。営業の時はこれ1つとこれ1つ、1日2つ持って、こんなに今いります。もう営業職でもないとそう真っ先にもう絶対これは使いたいってものだけ残してもらって他は捨てるっていう方向でいきましょうか。4つあればいいかな。靴下がちょっとやや多い。いない間にすごい各4枚ずつにしましたね。だいたい靴下が多分シーズンごとや種類ごと丈の長さ順に6あるって感じですね。そもそも6いります？頻度で洗濯頻度考えて。これは仕事で使ってるやつ、消耗品ダメなやつは何度か捨てて、これはじゃあ戻して、仕事じゃないやつはよく履いてたのを残すと。であと長い系と柄系ですね。これもらったやつ、これあげましたね。エリさんがプレゼントしたやつ。けどすっごい毛玉できるよね。好きだけどね、デザイン。私が毛玉を取ってあげてるけどプレゼントした責任でみたいな。いやもうプレゼントした本人の前で手放すことになりましたが、タオルが減っててびっくりしました。さっきですね、あれですよ。すごい、ハンカチも前にこんなタオルいらないよって言ったんですよ。そしたらローテーションで全部使ってる。
けどだから減らせたんだ、すごいと思って。バッサリきましたよ。何枚も捨ててると思います。下2つ減らせますねっていう感じ。下2つが開きました。そしてこっちも開きましたと。こんだけネクタイもちょっと見直しましょうか。そもそも今ネクタイしてます？いらないですね。これは魔法学校の。そうそう。ハリーポッターの僕ハリーポッターのドビーってよくバカにされてましたよ。結構な悪口じゃない。高校時代のグループラインにハリーポッター部っていうのがあって、僕の名前ドビーっていうので僕ハリーポッター全部見てないです。ドビー似てるからっていう理由でぶち込まれて、多分鼻だと思います。鼻で。鼻高いもんね。そもそも何本いるかってことを考えて、逆にいるものだけ残した方が早いと思うんです。冠婚葬祭とかさっきの残したジャケットあったと思うんですよ。それを思い返してもらって、単品で見るってよりもネクタイとかまさにそうですね。さっき残したやつと合うかっていうのを考えておいてます。つけていないマフラー。つけていないマフラー。答え出てる。結構売る譲るやっちゃうとなかなか減らない。大量の時は捨てて少量になったら譲る売るっていうのをやった方がいいですね。少量になってる時っていうのは国言うとある程度片付け終わってたりするので値段が高いものとか残ってると思うんですよ。今後物買う時は家具家財とか特にそうなんですけど、例えばじゃあダイソンとかそこにありますけど、買う前にメルカリとか調べといてこれいくらで売れるなとか何年使ったらいくらで売れるとかを考えながら今後物買った方が売る時もお金残るし値段がつくんですぐ引き置いて見つかるんですよ。逆になんかこう安物買いの授乳師で何も考えずに買ったものっていうのは基本的にもうノーブランドで値段がつかないとか出品してもなかなか引き取り手が見つからないってことになっちゃうからお金も稼げないし手放すも時間かかるしっていうのになるので基本的に大量の時は捨てるように推奨はしてるので、明らかなハイブランドのものとかがあればブランドカバンとか高額なんで売ったりはしますけど、数百円数十円のものって逆にメルカリとかだと出品手数料は取られちゃうとか、出品手数料は取られて結局配送料を含めるともうほとんど儲からないとかよくあるやつなので、スリッパは玄関に置いた方がいいかな。掃除してますね。クローゼット片付ける鉄則でもう全部出すっていうのでそこも全出ししちゃっていいです。下空いた部分にさっきのこれ入れ込みましょうか。ショーケースは真ん中に寄せちゃおう。どんどん出しましょう全部。これ何ですか？空気清浄機です。花粉がすごい時に春とかの使います。変色してますね。こっちが白いこっちが黄色いみたいな。パッと見た上でなんか今これいらないかなと思ったものがあれば出してもらいたくて。ロールアップピアノの練習を家でしようと思ったんですけど、キーボードじゃ場所取るし絨毯みたいな平べったいピアノにしたんですけど、やっぱ弾きにくいですね。これはもう明らかなゴミな気がします。感じでこの辺りいらないものをどんどん出していきましょう。いやーこれ難しいですね。はい。アイロン台がいらないやつ。そうです。チームので。チームアイロン。迷ってるんだったらいないと思います。これはね、イクラちゃんを見たいから。はい、夜遊びのイクラちゃん。望遠鏡。なんか実家に帰って食材をもらうときにこういうの入れてくれるんですけど、これは実家に返しましょう。これはパソコン、本当は向こうに置きたいんですけど、ノートパソコンとすごい場所から行きました。普段使わなくって、保育園の書類をどうしても作んなきゃいけない時とかに登場するので。だとすると明らかにこのクローゼットの奥ではなくあっちの方に収納した方が使うと思うので、物があるべき場所に置いてないっていう、使う場所の近くに置いてないからクローゼットの奥になっちゃって何がどこに行ったかわからないとか取り出す時に手間がかかるってことになっちゃってるのでおソファー来て一気に使用頻度が減った。季節的にも使ってないよね。はい、じゃあこれは大丈夫と。これはちなみにこれはネイルセットです。でこっから溢れたらもう捨てるって決めてるので、ここから溢れてないのでメイク用品があっちにあったと思うんでちょっとあちら辺に置くように整理していきます。はい、ちょっと今いろいろ入れ込んでますが、登山用品とか季節物を入れる場所にしましょうか。使用頻度が低いものをしたい。結構いい感じに今真ん中空いてるんで2人のカバン置いてられてます。もうそれ全部吊るしちゃいましょうか。っていう感じでこの空いたスペースをカバンスペースとかにしようと思います。おー、でもこんな感じで着実に減ってきます。その代わり今ここは大変なことに、レイリーさんがめっちゃ減らしてくれたこともあって、まずこの服が減ったのとこの服が減ったのと衣装ケースも2つ空いてるのでだいぶ圧迫感はなくなってると思いますし、レイリーさんは頑張りましたね。どうぞ誇らしく誇らしく。だって2つあった分が1個になって今真ん中にカバン吊るすくらいの余裕できてるんで、今度はエリさんの番なのでまた改めて出していくんですけど、家にある服を洗いざらいちょっとここに固めてもらって、一応もともとここに収まってるくらいなので正直そんなに減らさなくてもいいと思うんですけど、ちょっと一旦せっかく僕来たんで見ましょうか。なんか気になってるものあります？これは出てレイリはいいんじゃないって言ってくれるんですけど、私はシワが気になる。なんか洗濯したらすごいシワシワになっちゃって、試着した時は平気だったんですけど、僕よく言ってるのが、どんなに美しい服でも洗濯が面倒だと愛せないっていうので、洗濯してもいいような同じ緑の服を探して買うっていうのはいいと思います。緑はそうですね、似合うとおっしゃってたので可愛くてちゃんと洗濯もしやすい服を探しましょう。最近シャツを買ったので、これはもういいです。
じゃあ買った分これを減らすっていうような形で。でも多分 Google レンズで調べて。ありがとう、かなりいいですね。ありがとう。変わります？これは好きだし。うんうん。まあレイリーさんは頑張って減らして一応入ってはいるけど、一方レイリーさんはやっぱり同じ幅で余白あるんでかなり頑張って減らしてるのはわかるんですが。全然期待し着るんですけど、この色は出ても平気ですか？人から見られてどうかなって迷ってる時点で着た時に多分堂々とできないと思うんですよ。状態的にもまあ確かに迷うラインだなと思いましたね。こればっかり着てたんで、うんうんちょっと傷んじゃったかなって思いました。うんうん、そうだ、さっき玄関にあったもう一着の服ちょっとレイさん着ておきましょうか。多少玄関が少しごちゃついてるなと思った理由の一つはこれですね。これエリのっすね。あ、なんだ、あ、そうなんだ。仕事で着て、ここで着て、あー、なるほど。帰ってきてそこでみたいな。まあ、ただせっかくクローゼット広くて余ってるので、僕だったらここに全部固めちゃいます。服は服っていう風に。まあ確かに玄関あそこにあったら便利かもしれないけど、やっぱりちょっとあそこが生活感出たりごちゃごちゃはするので、服減らした浮いた分のスペースはここに入れ込んでもいいかなと思います。なんかこれ可愛いんだけど、着るとちょっと物足りないっていうか、なんかこれ着てると首がすごい寂しいなって感じてて。はい、こんな感じの。涼しくて。お、本当だ、着てる。トマトジェリー店。はい、自分のものだと決心つかないとか思いますね。旗から見てるとやらねえだろって言うけど、自分の時になると急に迷いいや、そうそうね。ご自身は捨てられないけどミニマリストの動画見てたり本で学んでるから迷ったら捨てようとか、そういうのアドバイスはできる一方で自分が捨てられないっていう人は結構いらっしゃるので、当事者自分ごとになるとね、なかなか勇気出なかったりしますもんね。ここにかかってるのはいりますね。うんうん。スーツレンタルできるよって言ったけど私は迷っている、直近仕事できるとかはもうないって感じ。仕事では着なくて転職するときにわざわざレンタルするかなってなって、でお二人とも一応1個ずつは残しといて、仮にレンタルとは試してみてください。でそれで使ってみてこれでいいやと思ったら後日減らしてもらって構わないんで。はい、秋冬系のものとかシーズンオフと夏、ここは冠婚葬祭とかの時に。エリさんは確かに今少ないと言ったけど多分、夏物系かかってないってことですもんね。夏物も含めて吊るせるようになった方がショーケースとかも減らせると思います。夏今4着だけですか？これがすごい暑い時の夏に着るやつで、はい、これは綿なのでそんなに暑くない時は着れてた。夏ずっと着てたんですけど、最近夏がすごい暑すぎて、この素材がもう着れなくなっちゃったので、うちのモンベルの通気性のいい T シャツを増やしたんですけど、まあ、シーズンオフで衣替えも必要になるしシワが寄ってきたりとかするので、自分の服を全体量把握するためにも極力衣装ケースには入れない。これ何の服ですか？初代はって山登りの時に買ったんですけど、これも最近買ったんです。山登り系で、山登り系の通気性がすごくいい。普段使いもしてるやつなんですかね？あ、そうです。山の時も着るし、すごい暑い夏にも着てます。極力吊るしていきましょう。あとこれは友達にもらいました。千葉県民ですもんね。千葉県民です。それ応援グッズってくくりでいいと思いますね。ここはエアリズムとか、あとはパーカー。肌着はそこで、トップス春夏秋冬関わらず全部吊るす状態。ここまで含めているかいらないか、いる場合は吊るす。多分これで今エリさんの服ってもうオールシーズン全部ここに吊るしてるって状態です。あとはあれです。吊るせない系の、はい、寒い時に履くタイツとかヒートテックとかです。肌着は肌着でまとめちゃう。エリさんみたいにするか、上を仕事着とかで分けるかとか。でもまあすごいですね。やっぱり結果やっぱりエリさん頑張って減らしてくれたんで真ん中空きましたし、2人のカバンを吊るす余裕も出てきたっていうので、ここにあるの全部こっち持ってこよう。そうなんですよ。いいですね。衣類系はもう全部ここにあるっていう風にしたいですね。ちゃんと全部入ってる。可愛い系の好きですもんね。収まってはいるけどごちゃごちゃはしてると思うので、いらないと思ったものは減らしましょうか。下着とかこまごましたものを収納するときにこういう感じの吊るす収納を結構おすすめしたりして、多分これ Amazon とかでも買えるやつですよね。楽天とか、あと目線の高さにある方が取り出しやすいしっていうのが。靴下か、靴下です。靴下コレクターですね。で下で子供たちと会話をするみたいなところは、なるほどなるほど。仕事アイテムでもあるけど、そうですね。はい、ということでじゃあこれでもろもろお二人の服が見終わって、でエリさんの服はまあ靴下もろもろこんな風に減って、でレイリさんのがまあこんだけ頑張って減らしましたね。衣装ケースも2つ空きましてと。で結果はい上空きました全部。そうですね、衣装ケース2つ減らした分がこう高さが減ってるんで、こんな風にバックハンガースペースもできましたし、いかがでしょうか？すっきり。確かに。そうなんですよ。真ん中特にレイリーさん頑張って減らしてくれたので2人の共用のスペースができて、ここにバッグ置けばいいから、多分その分あっちにたくさん吊るしてあったやつが、あそこはめっちゃスッキリしましたけど、なんか今まで動線的にあそこについかけちゃったと思うんですけど、多分今後はここに来てちゃんと戻すようになると思います。僕はもうここっていう風に習慣づけしてもらって、あんま上とかも極力置かずに、置いてるものって多分個
腰のやつくらいなんで極力上に置かない方が気するので、というので、なんか隙間に入れればいいのか。ゴミ出しの時間が始まりました。どうですか、これ減らしてみて感想を。メリーさんどうですか。物が多くてでも一回引っ越す時に減らしたよね。減らしたはずなのにまた出てきた。なんかその時はもう明らかにいらないものだけを多分してたと思うんですよ。今回は極力ちょっと少なくしようという意識で減らしたと思うんで、そこの意識の差はあると思います。これどうするそれは保留ボックス的なものを作っておいて、時間の経過とともにこれでもいいけど3点。これはちょっとまた置いとくんで、時間の経過とともに決心ついたら手放してください。家具家電とか手放す時とか、僕例えば家にテレビなかったりするんですけど、テレビとかは最初もし気になってる人は電源コンセント抜いてみて、でそれがない生活をやって問題なかったら減らすみたいなことをやってもらうんですけど、それに近いかな。これがない生活やってみて、時間の経過とともに納得がいったら減らすっていう風に。どんどんあそこにゴミが溜まっていってます。ちょうど今2時間ぐらい片付けて、時間は今3時前ということで遅めのランチなんですが、僕がプロテイン好きなのを知ってくれて買ってくださってたんですけど、私たちも飲もうと思って3本入ってたのに。ピンクグレープもらおうかな。どうぞ。いただきます。はい。しぶさんのおにぎりに合わせておにぎりね。大学芋ですか？これ大学芋、なんか、はい私の父が作ったやつ、お土産でもらって。このおにぎりはレイリさん作ですか？僕作りました。来る時エプロンつけたもんです。そうだからそうなんですよ。だから作ったのかなと思って。結構お二人自炊されます？めっちゃするよね。めっちゃしますね。おお、自炊家庭だ。昨日はドミノピザでしたけど。ドミノピザめっちゃするとか言って。まだまだこれから働いてもらうんで。むしろ大変なのはここからかもしれないですね。収納とか見ていきました。でも服が減らせるようになると大抵のものを減らせるようになります。生活雑貨とかってシンプルに使う使わないみたいな、さっき言った 1,2 年使ってないかとかで減らせるんですけど、服って意外となんかこうファッションとかデザインとか意外と捨てる基準が難しかったりするんですよ。デザインはいいけどシワが寄りやすくてとか、機能性の部分とデザインも考えないといけないとか、 TPO とかも考えてるから、ここが減らせるようになるともう大体他のジャンルのものは簡単です。確かになんか慣れてきて減らせそう。なんで大丈夫ですということで、ミニマリスト渋です。急にナレーションが入ってきて驚いてると思うんですが、大変申し訳ありません。YouTube 撮影していたのに映像は残っているのに音が入っていないというトラブルが起きたので、ここから20分片付け動画に解説していくという形になって、途中からはまた音が復活するので、ちょっとそれまでミニマリスト渋の解説を聞いてください。この時何してたっけなっていうのをミニマリスト渋の記憶をたどりながら解説していくんですが、これはですね、冒頭にスマホ片付けワークショップに来てくれていて、でそこから YouTube に申し込んでくれたよっていう話をしたと思うんですけど、これエリさんが片付けワークショップで実際に整えたホーム画面ですね。グレーの壁紙にミニマルなアプリアイコンをつけてっていう形でスマホの中身を厳選していると。左側はミニマリスト渋、僕自身が実際に設定しているスマホのホーム画面で、右側がエリさんですね。これ概要欄の LINE から登録してもらうと無料でアプリアイコン画像150個セット配っているので、ぜひ使ってみてください。しかも嬉しかったのがですね、エリさんかなり勉強熱心で、ここを押すとミニマリスト思考が深まる渋の言葉50選っていうね、その LINE の特典配ってるんですけど、もうね、それを頭に染みつかせるためにこれホーム画面に登録して何回も繰り返し読んでくださったみたいです。本当に嬉しい。ということでランチ休憩も終わったので、服を減らした後次に片付けに行くのはですね、こちら玄関向かいまして、靴箱の中身ですね。でこちらはお二人分の靴が詰まっていて、上の方がレイリさん、下がエリさんの靴になっているそうです。まずはエリさんの靴から見直していってるんですが、なんで服を減らした後に靴なのかというと、服だけではなく靴も含めてトータルコーディネートだからですね。せっかく自分がどんな服を持ってるか把握できるようになった直後なので、靴も含めて着回しできるかっていうことを考えながら減らしてもらった方が効率がいいということで、いらない靴を見直してもらってます。ということで早速1足減らしたみたいです。で続きましてそのまんま玄関ですね。で今回実はこのメタルラックの上にも靴が置いてあって、これを減らそうという話になりました。玄関入った時にごちゃつきを感じるのは間違いなくこのメタルラックの上に靴をごちゃごちゃ置いてるからだよねということで、このメタルラックを撤去できるように靴も減らしていって、で賃貸備え付けの収納に収めていこうという話になりました。
メタルラックなくなってめちゃくちゃすっきりしてる、感動綺麗って驚いてる2人の様子なんですけど、音が入ってなくてちょっと伝わってないのが惜しいということで、次に気になったのが、よーく見てもらうとですね、これ靴箱に新聞紙が入ってあって、でこれレイリさん側がずっとこれ気になってたらしいんですね。ただエリさんがこう新聞紙を引かないとなんかこう汚れて気になってしまうとのことで、これ外せるんじゃないかっていう話をしてます。見てもらっての通り、外すとこんなにすっきりということで、靴箱なんだからそのまま直折りすればいいよねということで外しました。新聞紙はさよならです。ということで次はレイリさんの靴を減らす番なんですが、正直ミニマリストではないと言ってる方なんですが、もともと靴はそんなに多くはないですね。ご自身の靴が12足くらいっていうので、もっと靴いっぱい持ってる人は持ってるのでめちゃくちゃ多いわけではないんですが、もう少し絞りたいねということで、新聞紙も外しつつ、で気になったのがこれですね、革靴です。同じようなレザーブーツがあるので、これを一つにまとめられないかとか、同じ機能のものは減らしていくという検討の仕方をしています。このレザーブーツはなくても大丈夫ということで減らしていってました。続いて見直したのがこちらの運動シューズですね。2足あって、でレイさんあんまり運動する習慣がないということで、もう運動するのもなんかお家にあるリングフィットアドベンチャー、任天堂スイッチのゲームでしか運動しないから、もう外に行ってしばらく運動してないっていう話をしていて、これいらないかもっていう話をしているところですね。結局運動シューズは2足とも手放して、運動するときはもうレンタルでいいやっていう風になりましたね。で続きましてビルケンシュトックのサンダル、これ僕も過去に愛用していたサンダルなんですけども、これレイリさんめちゃくちゃ気に入ってるらしいんですが、エリさん側があんまりサンダルのデザインが好きじゃないらしくて、なんか彼氏に履いてほしくないというか、なんか別のやつ履いてほしいんだけどみたいな、ちょっと気まずくなってる、残念そうにしてる風景ですね。僕は好きですよ、ビルケンシュトックのデザイン。そんなこんなで靴を見直してるんですが、レイリさんミニマリスト、全く興味ない、物の減らし方も学んだことないという方なので、減らし始めるとどんどんスイッチが入っていってですね、見てわかります？これ上の方もう丸々開いていてですね、なんと上1段丸々開きまして、3足減った結果合計8足、10足ないレベルまで減らしてくれました。靴を減らし終わったので久しぶりのダイソンで掃除機かけてます。続いて気になったのがこちらですね。靴のところにこういうスプレーとかが紛れてあるのはもうあるあるなんですけども、空いたスペースに靴べらだったりスプレーとかシューケア用品を固めていこうという話になりました。そうすると玄関に置いてあるものとか、例えば折りたたみ傘とかですねを靴箱の中に入れ込めるから玄関がすっきりするよという話をして、レイリさんの折りたたみ傘とかをここに置きました。てってねーんということで靴を減らし終えて、なんと2人分のシューズが全部ここに収まりました。エリさんもにっこりということでですね、これしかもすごいのがこのメタルラックもなくしてるんですよね。ここにあった靴も含めて全部賃貸備え付けの靴箱に収まったのがすごいですよね。ということで男2人でこれ解体してます。こういう時にトンカチが役に立つんですよね。玄関のメタルラックがなくなって見晴らしが綺麗です。靴箱の見直しが終わったので次はここですね。魔の巣窟収納ゾーンということで全て開けていきます。収納の中身を減らす時の鉄則は全出しですね。全部出すことを全出しと言いますっていう感じで、なんかまたスリッパがこれとかなんだろうみたいなのがちょいちょい来てるのは、ああいう高い位置にあるから追いやっちゃってるんですよね。基本的に位置が高いものっていうのは使用頻度低い傾向にあります。っていう感じで空になりました。物別に減らしてもらいたいので、書類は書類って感じで今このタイミングで見たいです。それは外貨かなんかですか？外貨と記念交換みたいなのを友達と一緒に交換しようみたいな感じでいっぱい交換したんですよね。すごいいっぱい持ってて、今日オリンピック、外貨は僕 LINE の特典で最近なんか物の捨て方ガイドブックみたいなの作ってて、後でちょっと送るんですけど、35個ぐらい物別に捨て方があって、北海道保冷剤とかなんかそういうケーブル類とこうやって捨てたらいいみたいななんですけど、そのうちの一つに外貨っていうのがあって、外貨はおすすめはまずスマートエクスチェンジっていう自販機自動両替機みたいなの見たことあります？
ないです。たまに街中にあったりとか空港にあったりするんですけど、そこに外貨を入れると日本円に両替してくれたりとか、地元の銀行とかでもいいですよ。地元の銀行とかで、換金やってくれたりする場所があるので、 Google 検索とかで外貨両替千葉県とかで打つと両替対応してくれてる銀行が出てくるので、そこに持ってって日本円に変えるってことをやると日本円に換金して減らせます。それはちょっと宿題にしときますね。はい、わかりました。わかりやすく多分あそこにケーズ電気とか多分保証書とか説明書とかその類がいろいろ入ってる気がするので、取説を使ったんですよ。僕が紹介してるアプリですね、はい、そこに全部説明書まとめられるので使ってみてほしいんですけど、皆さんもこれも多分保証書で最近買ったのでまだ捨てられないかな。ものはじゃあこっちに入れていって、まだ買って1年以内のものだけ残していって、結構意外とじゃあ僕が来る前に見てるんですね。いるいらないは分別してるけど場所別に分類してなかったりとか結構ごちゃごちゃしてたので、保証書とか会員証とかログインパスワードが載ってるみたいなとこ、こういうですね、こういうのだけ取っとけば困らないです。あくまでこれ自分が忘れないためのメモ書きなんで、写真撮ったりメモに書いたりしてデジタル化していく。年末調整の給料明細を取ってあるんですけど、1年分でいいんですか？給料明細です。振り込まれた金額とか別に銀行通帳に載ってますし、内訳はこんな感じだったんだって自分が後で振り返りたいんだったら、取っとくとしても直近1年だけど、これが何かの証明になるとか税金で何か入ってくるとかもないから、医療費控除とか使うんだったら医療費の明細だけ取っとけばいいとかはあるけど、これ自体が何かないと本人証明にならないことがないんですよ。そういったものは基本的に自分で写真撮ったりとか、僕なんかはもう iPhone のアプリとかにもパスワード一覧みたいなのを全部まとめて作ったりするので、そういう風にデジタル化するとか。ということで、ここからまたしばらく音が抜けて復活するまでは渋のナレーションで解説していくんですが、こんな感じの可愛らしいクリアファイルが好きという話をしてますね。そしてスマホを買った時についてる付属のケーブルとかガラスフィルムの予備のセットなどが出てきた。これもあるあるですね。というので、充電ケーブルこんなにいるのかっていう話をしていたりとかですね。イヤホンを買った時についてくる SML のサイズセットでも人間の耳のサイズって変わらないので、これ取っといても使わないよねということで、これも捨てていきます。充電ケーブルの予備も捨てていくんですが、その前にそもそもこのエリサンタにはどれくらいの充電セットが必要で、どんなケーブルの種類を使っているのかというのを確認しに行ってます。エリさんのベッド元には充電ケーブルが2本あることが確認できて、充電アダプターの根っこには USB-C のものがあったり USB-B があったりとか、要はどちらかってる。で、充電ケーブルにはこの4種類がありまして、手元のライトニングケーブル、Apple 製品を使うものと、このリバーシブルになった USB-C、 最近流行ってる形のものと4種類あるんですけど、この2種類があればいいよね。で、逆にこの古い USB-B と言われるものとマイクロ B って言われるものはいらないといった説明をしていて、エリサンタクのスマホとタブレットはこの USB-C とライトニングで充電できるから、今後はこの2本に絞っていこうという話をしています。ということで、使う必要のないケーブルは処分していって、で最悪必要になればもうケーブルなんて100均とかでも買えるので、どんどん捨てていって大丈夫。必要になれば最悪買えばいいですと。続いて見直していくのがクレジットカードですね。使っていないカードは減らしていくんですが、この auPay のカードはもうあるあるですね。au 契約した時にこれを使うとポイントが何倍で安くなりますよっていう抱き合わせ商法で、皆さんこのカードとりあえず作ってる人めちゃくちゃ多いです。ということで、クレジットカードは4枚出てきたんですけど、ここで僕はクレカを2枚に絞りましょうという提案をしました。というのもですね、クレジットカードを3枚以上持ってる人、もうそれどころか5枚10枚とか持ってる人いるんですけど、クレカの枚数が多ければ多くなるほどどんどんクレカ貧乏になってる人めちゃくちゃ見てきたんですよ。で、クレジットカードはメインのカードと予備のカードで2枚もあれば十分で、皆さんクレジットカードを何種類も使い分けて、特典 A、B みたいな感じで店舗によって使い分ければ得だからっていう人めちゃくちゃ多いんですけど、そうやって管理が煩雑になってしまったりとか、支払いがクレジットカード各社にチリチリになっちゃうから、自分が一体いくら使ってるのかっていうのが把握しづらくなるので、クレジットカードを多く使えば使うほど本当に逆に節約になってないってパターンの人本当に多いので、ここでクレジットカードを見直してもらいました。続いて出てきましたのは、当チャンネルではおなじみになっている整理収納アドバイザー2級の合格証
エリさん爆笑して吹いてるんですけども、本当に申し訳ないんですけど、当チャンネルでは不名誉の証となっていて、過去に4人います。はい、で物を捨てない片付けをやってきたがゆえに整理収納に頼ってきて、で結果物が溢れてパンクして散らかってるということで、片付けをね頑張りたいからこそ資格取って勉強してっていう頑張りの証明ではあるんですけども、もちろん整理収納の技術を使って仕事に生かしたりとか家がきれいに片付いてる人も多くいらっしゃるので、基本的には誇っていい資格なんですけども、物を減らすこともやらないとこうなりますよといういい事例になったと思います。ということで引き続き物の全出しをやっていってるんですが、ここで気になったのがですね、コレクションアイテムがこの収納の奥に隠れていてですね、例えばエヴァンゲリオンのブルーレイとか夜遊びのライブ DVD がここに入っていて、で僕はここに逆に収納しちゃうのもったいなくない、中身出して見せた方がいいよねっていう提案をしているところで、レイリさんのこの本棚の上にはエヴァンゲリオンの本が積んであったりとか、下の段がまだスペースあるので、中途半端に上に出ていたものを下のスペースに移動させて、でまだスペースがあるからさっきのブルーレイボックスとかをここに移動させてエヴァンゲリオンコーナーを作ったりとか、ライブ DVD もここに入れてしまって、あくまでこのスペースはレイリーさんの趣味のものを飾るコレクション棚にしました。続いては工具類の見直しですね。見てもらっての通りペンチが3本ということで、同じ機能のものは1つに絞るということで、これもどんどん減らしていきます。これも一緒ですね。ドライバーが2種類、電動と手動があるんですけど、使用頻度的に1種類でいいよねということで話し合った結果、電動ドライバーだけを残すことになりました。こんな感じで工具セットが出来上がり、必要なものは十分にあります。続いて文房具セット、修正テープが大量ということで、これも一度に買いすぎですね。これもどんどん減らしていきます。減らしていった結果、上の段もギチギチだったスペースは下半分だけで収まるようになり、下の収納の方もなんと、物別に収納できました。工具セットであったり、書類セットであったり、ちゃんと何がどこにあるか把握できるようになったという感じで、ちゃんと文房具セットとか、ここはプロジェクターという感じで、物の分類ができて、整理収納がちゃんとできました。これが整理収納です。不要品がいっぱい出ました。ゴミ袋いっぱい。そんなこんなで17時、もう6時間ぐらいぶっ通しで片付けていたので、ここで一旦休憩です。お菓子をもらってるところなんですが、もらったのは鳩サブレーです。しかし驚いたことに、なんと空箱なんですよね。これ鳩サブレーのデザインが可愛いからっていうので空箱のままあそこに置いてたみたいです。いただきますということで、鳩を頭から食べるタイプ。ちなみに2回連続千葉県にお住まいの方を片付けていて、エリさんの前も収納オタクの明美さん、前回 YouTube に出てくれた人の家を片付けて、そこではタコせんべいをもらいました。休憩がてら鳩サブレーを食べながらですね、千葉のご当地キャラチーバくんを教えてもらいました。なんか千葉の形をしてるらしいチーバくん。お菓子を食べながら気になったのが、このカウンターテーブル上にあったこのウエットティッシュ、取り出し口のところが可愛いピンクのキャラクターで取り替えてあってですね、エリさんめちゃくちゃピンク好きみたいです。物を減らす前はこんな感じで収納いっぱいに可愛いグッズが収納されてあったり、なんとクローゼットもこんな感じで、ミニマリストになる前はこんなに物が多かったということで写真を見せてもらってます。笑ってますね。にっこり。他にもメイク用品の写真見せてもらったんですけど、加工がピンクっぽい。とにかくピンク大好き。なんか物が多い人はピンク好きみたいな風に当チャンネルではなってるんですが、出窓の上に置いてあるのが今厳選したメイク道具たちですね。大成長。続いて見せてもらったのがレイリさんの本棚。実はもっと本も多くてですね、フィギュアとかも置いてあって、アニメとか漫画全般が好きで、ドラゴンボールとかもろもろこんな感じでいろいろ飾ってあった時代があったそうなので、渋が家に片付けに来た時点でもだいぶ頑張って減らしたことが分かりますね。進撃の巨人とかハガレンとか分かります。ここら辺は集めたくなりますね。ということでお菓子休憩も終わったので、ラスボスでかい収納の奥を片付けに行きますということで、じゃじゃん。上から下までぎゅうぎゅう詰めにストックが溜まってますね。ティッシュだったりとか、これはなんだ、いろいろもうごっちゃに入ってます。ということでここも鉄則全出しです。
とにかく物を全部出していらないものを減らしていく。もうとにかく収納の奥は繰り返しになりますが、これにつきます。全部出す。ここで気になったのがコンタクトレンズの山ですね。これはしょうがないですね。僕もコンタクトレンズを使ってた時は一度にまとめて買った方が安いからっていうので、数ヶ月分ね一気に届いて、僕も楽天とかで注文したんですけど、ちなみにエリさんめちゃくちゃ目が悪いそうで、視力これマイナス 9.0 っていうので、ちなみに僕はマイナス5とマイナス 2.75 だったので、ざっくり僕の2倍ぐらい悪いで、もう片方の方になるとマイナス 9.5 ということで、これ視力が悪い人には共感してもらえるんじゃないでしょうかということで、ちなみに僕は ICL という目の手術をしていて、裸眼で見えるようにしています。もともとメガネとかコンタクトレンズが手放せない生活してたんですけど、レーシックみたいな形の目の手術 ICL をやって、裸眼の中にコンタクトレンズが埋め込まれているという手術をやりました。ちなみにこれは過去 YouTube 動画に目の手術をする最中の様子であったりとか、目の視力が回復して裸眼になってよかったこととかをぜひ動画で解説しているので、気になっている方はぜひ見てみてください。ということで ICL のことを力説しているうちに収納の中身が全部空っぽになりました。ここからいらないものを減らして必要なものだけを戻していくという作業を淡々とやっていきます。ピンク好きの形跡が出ていますが、一度に買いすぎてストック型になっている箱ティッシュの数々。箱ティッシュに限らず山積みのポケットティッシュ、これまたピンクですね。というのでちょっとティッシュが多すぎるので、ここもどんどん減らしていきます。減らせということで、ポケットティッシュやらとにかくいらないもの、過剰なものはどんどん減らしていって、必要な分だけを戻していきます。続いてたくさん出てきたのがこの引き出しの中に入れる滑り止めシートですね。これキッチンでよく見かけるアイテムなんですけども、これ自体がホコリかぶって不衛生になるし、かといってね定期的にこれ替えをねして新しいものに取り替えるのも面倒くさがっていて余っていたので、これも処分。もうキッチン下には何もいらない、そのまま置く。これがなくなった時に買い足すのも手間だしお金もかかりますからね。ということで使い切れないストックはもったいないですが、未使用のままでもどんどん捨てていって、続いて見直すのがこちらの転がせる収納ですね。生活感が出てごちゃごちゃしている原因の一つがこの出窓に置きっぱなしのメイク道具ということで、メイク道具はこの転がせるキャスターの中に入れておいて、で使う時に取り出すっていう風に仕組みを整えていきます。これをメイク道具入れとして使えるように中身を減らさないといけないということで、ここでも全出しです。ここに毎日使うメイク道具とか鏡を置いていって、引き出しでコロコロ転がせるようにしていきます。ここで出てきたクマノミのヘアピンセット、これ使ってるんですかって聞いたら、ちゃんと普段から愛用してるアイテムみたいで、こんな風に髪にクマノミをつけてました。はい。ポーチの中から出てきた文房具セットということで、ここも使い切れずに過剰になったストックなどを減らしていってます。うわ出たよっていう顔してますね。これ無印良品の福袋ならぬ福缶2024年版ということで、当チャンネルでは他の方もこの無印良品の缶詰持っていてですね、でレイリーさんミニマリスト全く興味ないんだけど生粋のムジラーということでプラチナ会員らしいですというので、もうこれが欲しくて買ったということで、この福缶の中は薬入れになってました。で薬入れとは別にですね、これ専用のお薬ボックスがあるので、ここに収まる量まで減らしていこう、絶対に使用期限が切れてるものがあるからということで、ここも全出ししていらない薬常備薬を減らしていってます。ありました。使用期限が切れてる薬、2023年11月ということで1年以上切れてます。ということで薬を減らしていくうちにもうこの副缶はいらなくなりました。ということで薬の見直しも終わって必要なものだけに絞れたので、元の場所に戻していきます。ということでまた物を減らし続けて2時間が経過しました。どんどん増えていくゴミ袋、こういう感じで休憩時間にお菓子をつまんでますが、ミルキーかわいいね。かわいいと思いますが、かわいい。これいります？いやもうすぐ今ゴミをゴミ置き場だった。ゴミとか出したぐらい。つまりそういう感じのお菓子が常にここにいろいろストックしてあるんですね。レイリーさんがもともとイタリアンのお店でバイトしてたと。イタリアンとパスタは得意。そうですね。あっちゃん。チャーハンどこから来たの？2人の馴れ初めとか聞いてもいいですか？せっかくなんで今面白い職場のちょっとモテるモテない合戦があったんでこれはもうマッチング
アプリです。おお、何のアプリですか？ウィズです。あ、ウィズで出会って、あれですよね、一時期メンタリスト DAIGO さんとかが監修してた。あ、そうです。メンタリスト DAIGO さんの本読んだりとかしてて、監修してるんだ、じゃあウィズにしようみたいな。ああ、そうなんだね。最初の方に声かけてくれて、で何人かとデートしたんですけど、あら素敵だなと思って。おお、それが5、6年前か。そうです、5、6年前。ということで、物減らし再開ということで、やはり料理が好きなこともあってですね、この袋を留めるクリップが大量にありました。1個ずつ単品で買えないから、どうしても必要になるとまとめ買いせざるを得ないということで、仕方なくはあるんですけども、僕もいろんな家を片付けてこれたくさん捨ててきました。とにかくみんなこれ余らしてるんですよね。続いてはホットサンドメーカーですね。レイリさんが料理好きということがあって、こういう調理器具がいっぱいあるんですけども、もうしばらく使ってないということで、これも処分しました。ということで、収納の中を全部減らし終わった結果、こんな感じ。めちゃくちゃスカスカにはならなかったんですけど、これめちゃくちゃ減ってますし、何よりも床置きしてあったものとか、このキャスターの中のものも含めて、全部ここに入れ込めましたし、さらにその上もまだスカスカな状態なので、こう見えてめちゃくちゃ数減ってます、これ。ということで、どんどんゴミ袋増えてるんですが、次に見直したのがタオル類ですね。特にバスタオル捨てるか迷ってるということで、ミニマリストの定番テクニックで、バスタオルの代わりにフェイスタオルを使ってサイズダウンすると、洗濯する時とかも楽だよねっていう話だったりとか、そもそも男性だったらバスタオル使わなくてもフェイスタオルで十分髪乾わせるよねっていうので、洗濯頻度を考えて必要なものだけに厳選していきました。1日8時間かけてこんだけ絞り取りました。パッと見ね、シンプルライフ、ミニマリストっぽい生活をしている方でも、こういう押し入れの部分、クローゼット絞り取るとこんな風に物が出るということで、って感じで1日お疲れ様でした。ありがとうございました。今日1日こんだけ減りましたけど、いやー、これ来てもらってよかったね。って感じでゴミ出しです。明日が燃えるゴミの日なんで、ゴミ出し。お二人が今身支度してますけど、どうでした？今ここ減らしてみて選びやすいとか気持ちいいとかあります？ここにあることによって、はい、この中からこれ選んだから、はい、どれがいいかなみたいな、全部ここにあって、服を選ぶ楽しみがここにあると思います。どうですか？いや、すっきりだよね。ここがすごい視界が開けて、確かにあそこのワゴンのものがここに来ると思ってなくて、確かにね、さっきのはい、あそこにかかったやつですね。そうですね。多分こう専用のバックハンガーとか、S 字フックとかでもいいですけど、今適当にハンガーでやってるので、それ S 字フックとかバックハンガーに変えたらもうちょっと好きです。感じでゴミ出しです。ゴミ出しして今日の食材を買いに行きます。出発。ゴミでいっぱい。ペットボトルのゴミ出しです。お支払い方法をお選びください。今日の晩ご飯です。見出し帰ってきたんですけど、今感動されてましたね。3人大人がここで靴を脱げるのが。そっか。さっきね、ここに僕が置いてあったこのスペースに金のラックがあったんで、そう普段入れないですね、これは。けど、はい、通れますと。はい。って感じで戻ってきました。晩ご飯をいただきます。そっからまっすぐただ歩いてきて、はい、ここにしまえばいいから。そうです。今みたいなそう路線で、多分いいですね。ここから一直線にこう帰ってきて。そうです。でここでまたカバン置いたりとか、もう服はここっていう風に、そんな遠くないですかね、距離も。なんか一軒家でとか2階建てでとか、めちゃくちゃ広い家でもないから、こんな風に家事を分担してるんですね。厳密に分けない方がうまくいってるイメージはなんかありますよね。なんか分けちゃうと、それあなたの仕事ですよみたいな。そうお互いが自主的にやって支え合うくらいの夫婦じゃないとうまくいかないなっていう。なるほど。僕は結婚とか同棲してないんであんま語れないですけど、レシート置き場をここじゃなくてもいいかなと思いますね。例えば調理器具とかキッチン用品がここにあるのはまだわかるけど、別に領収書ってここじゃなくてもいいって、僕やってるのはもう玄関とかですね、靴箱のとこ周辺に領収書類とか作っておいて、帰ってきたらポッティ、僕とか結構ポッティに入れるとこもあるんで、例えばそこでもいいんですけど、帰ってきた動線上で領収書を出すっていうのはいいんですけど、ここじゃなくていいかなって気がします。玄関かそことかっていう風にするだけでもここは開けられるし、僕とかあとなんか財布に小銭が入ってるのが嫌だったりするので、玄関に小銭入れと領収書入れみたいな形で帰ってきたら財布から小銭出して領収書も出すみたいな。生活の動線上にそういうのを置くのがいいんですが、ここに置くとごちゃつくので。ここではないです。これハトサブレーの缶です。これはコレクションですね。そんなに好きなんだ。これ本当だ。めっちゃハトサブレー好きじゃんみたいな。本当だ、中身からだこれ。
ただのコレクションまあでもコレクションだとしたら別に好きだからいいんですけど、仮にここに置くともったいないですよね。もうそれだったらあそこに置いちゃうとか趣味のコレクションとかイメージそういうところに置く感じなんですよ。はい、好きなものとか飾りたいものはもうここに入れていくみたいな。こっちは本当にあくまでここで使うものとかこれも置かないようにしたいし、ここはねそうなんですよ、置きたくないですよねここ。僕だったらあそこに固めちゃいますけどね、お菓子系は。ここにお菓子があったらいいですね。いいですよね。僕だったらそこにお菓子固めます。ここにあるもので毎日使うのはここの上段のこれぐらいです。ここは使ってないですね。明日以降ここを片付けていって食材がそこに入ったんですよ。そちら辺に固めていった方がそっちとかですね。ここ結構スペース空いてるな。今パスタの皿がここに入ってたんですけど、でエリーさんが横で作ってる中でエリーさんが片付けを始めました。いいですよ、時間は有限なんで極力明日までに減らせるうちに減らそうっていう感じで。パイレーツ・オブ・カリビアンは絶対いらない。パイレーツ・オブ・カリビアン、ダース・ベイダーとジャック・ダニエルとか、じゃあダース・ベイダー残します。これだけあればいいと。はい。ポーズ好きだよね。それはね、もらったの好きだし。これはいらない。はい。これ何ですか？水出しアイスティー。アールグレイ。それってさ、普通にさ、お湯出しでもいける。お湯出しでも飲みたい？それ俺飲むでしょ。俺飲む？じゃあ飲むらしいです。はい、これはもう絶対いります。登場頻度は少ないんですけど、陶芸家の方も作ったものですごい好きな作品な。もうはい大好きなので、これはいります。そういったものを残していただいて。これはカツとか乗せるやつ。とんかつ屋でよく見るですね。そうです。料理の道具が売ってる店で買ってきたんです。使ってます？使ってません。とんかつ作んなくね。今はとんかつ作らない。もういらないよね。っていう風に。会話的にいらないよ。会話的にまさに。塩器は使わないんですけど、これもさっきの人と一緒の時に買って可愛いと思って買って、はい、料理を作るのにハマってる時はこう写真を撮るために使ったんですけど、はい、もう日常的には面倒くさすぎて使わない。はい、でも可愛い。コレクションのぶりですね。ここに来ると。そうですね。結構キッチン周りが結構なかなかしょって減らない人は結構そういう好きな陶芸家さんがいたりするっていうのが多いですね。僕もいろいろ見に行きますけど、そこはもう結構趣味の領域なんでいるいらないの問題じゃなかったりするので、なので、やっぱキャパを決めた方がいいと思いますし、あと上にも若干食器ありますもんね。上にも食器あります。ここはもう絶対いるスタメンみたいな感じなんですよね。これはあったらすごく食卓が素敵になるんですけど、なんか卵焼きとか、焼き魚とか、一人分の餃子とか、なんか乗せたいものはあるんですけど、この人魚も卵もあんま好きじゃなくて最後に使ったのはいつですか？使っているるけど頻度は1年前とかじゃないんですけど、っていうふうに言い訳を述べたのでもういいです。いいですね。潔いですね。この辺もお気に入りなので、これは好きなお皿。この小皿もちょっと多いかなとは思ってるんですけど、これがさっきから言ってる好きなお皿のシリーズで買ってあって、可愛いしレンジもいけるし、こういうのってあんまりレンジ使っちゃいけないとこがあって、こっちのが便利でこっちばっかり使ってて、こっちの登場頻度がほぼないんですけど、コレクション系一旦出しましょうか。別に極端し、もうそれって使うものってよりももうただコレクションになってるんで、こっち結構やっぱりめちゃくちゃ場所的にいい立地のものなんで、極力使うものだけ置いていきたいですね。ここはイメージ本当に極端し、あそこにもあっていいくらいのものですよ。例えとしてですよ、そういうコレクション的な意味ではね。ここにはどっちかというと実用性が高いものを置いて、ここにあったら使いやすいんで、すぐパッと取り出せて使うものだけ置いていくっていう感じで、今パスタを。僕の考えで言うと、コレクション食器を今全部出します。そしたらそこに多分一部食材とかも半分置けると思うんですよ。ここにあるやつとか。そしたらそこが空いて、お菓子が今度そっちにスライドできるはずなんですよ。そこ結構ね、めちゃくちゃいいスペースなんで、頑張って減らしたい。これいるか？使ってないね。泡スプレー。泡スプレー。スポンジが届かない汚れを隅々清潔。水筒とかですかね。はい、なるほど。食洗機があって。食洗機あるんだ。隅々まで洗ってくれる。じゃあもういらないですね。はい。これを後で流して捨てます。はい。他の洗剤どこにあります？ちなみに。他の洗剤？食器以外ですか？今そこに洗剤が2つあるじゃないですか。これは食器用で、他にはもうここに洗剤はないです。あとそこに置いてあるクレンザージェル。ここか。クレンザーとハンドソープと食器用で3つ置いてあって、それだけです。それはたまに使うんですもんね。そうです。ってものはじゃあ左奥にどんどん詰めていって。これは使うんですけど、これ何ですか？メープルシロップです。メープルシロップ。でいうともうこのタイミングで場所迷子です。これ
場所迷子で言うともうこっち手前半分空いてるんでここに入れ込んでいいですよ。食材系右に上も減らせるうちにちょっと見ときましょうか。いややばい。これはいらないですね。いらないと。野菜をはいレンジでチンして、一人暮らしの時に使ったんですけど、使いました。なんか料理凝ってる人がいるのでこれは使ってるね。これは使ってます。お買い物の時にはいコストコに連れてってもらった時に買ったんですけど、はいコストコ行ったんですね。コストコ会員ですか？会員ではない、会員の方に連れてってもらって、でその時にこれを買ったんですけど、はいこんなのには入らなかった。ああそうですね。たくさん買っちゃうんで。そうここはお薬、これ3個もいる例にいるの欲しいな。 2個じゃダメなの？なんかはい2枚で足りてそう。無理に減らさなくてもいいけ消耗品だから2枚にしたらすぐあれかな、悪くなっちゃうかど。いる？ここはお薬なので、はいな。もうそろそろできますよ。お、もうそろそろできる。ここはもう減らすものないかな。ここはもうこれぐらいですかね。上のプロテプロイテインもンと部分レイリので、ブンブンチョッパーもレイリが使うので。出るです。おお来たパスタ。なんだかんだだからこういう風に生活してるといらないものがちょいちょい出てきたり気になると思うんで、まあまたここは明日やっていくんで今日はもうご飯食べましょうか行きましょっていう感じでそうこうしてるうちにパスタがうまそう。明太子パスタ。これ3人前だからね、ちょっと難しいかも。う。難しい。大丈夫。僕もなんだっけなオフ会みたいなのやったんですよ。あ最初で最後初めてカレー作ったんですよ。スパイスカあ、レーをなんかスパイスカレーにハマってたら。そうスパイスカレーハマって作りました時に十数人ちっちゃな一日店長的に貸し切ってでスパイスカレー僕が作ってもてなしてでお客さんと喋るみたいなやったことなんですけど、全然容量違くて大失敗しましたね。普段自分で一人でしか作ってないのにいきなり十数人大変そう。容量はかける10倍すればいいんでしょういけるでしょうみたいな言われてたら全然そんなことない。大人数分作るの大変ですよ。これがまたお子さんができてとかなるともっと難しい。大変そう。夫婦の一日 Vlog みたいになってるおありがとうございます。3年間イタリアンシェフしてたルルさんのイタリアンシェフ。まあ間違いないでしょう。美味しいんじゃない？はい美味しい。偉そうに言う。普段作るメニューなんですか？これ作るよね。ご本人的にはどうですか？今日はまあぼちぼちですかね。おお、僕はよかったです。僕も人生で一回もパスタ作ったことない。茹で方わかんないです。今日は渋さん来てるし片付けるぞみたいな気持ちで。そうね。まあ年末年始の大掃除と思ってもらって、もう1年終わっちゃいますね。ちょうど片付け企画始めたのが12月なんで、1周年なんですよ今。そんなもう1年になるんですね。はい。渋さんがいろんな方のお部屋を片付けて、延べ30人ぐらい片付けてきましたね。渋ってたけど渋さん来るの渋くん来るの渋ってた。渋だけに。渋だけに渋ってたけど、いや本当にでもいい機会だったかなと思う。おおよかったよそう言って言われて。渋さんになんでこれがいると思ったのかじゃないですけど、なんか言い訳をつらつら言ってるうちに、あこれいらない言い訳だみたいな、喋ってるうちになんかだんだん嫌になってきちゃうのはありました。なんかいるやつはこれはいりますみたいな。そうなんですよ。だから残す理由を考えた時は危ないって言ってのはそういうことなんですよね。ごちそうさまです。ありがとうございます。いい美味しかったです。まあ本当は今後は置けるようになったらいいですよね。こうやってポンってまあちょっとここはいろいろ物が置いてあるのでそれはできないですが、できるようになると、まあ、家事は楽になりますね。引っ越した直後だからこそ気を引き締めて増やさないようにというか、それは大きな家具家電って一度買うと本当に面倒くさいんで慎重になった方がいいです、はい、むしろ最初は少なめで試してないそれがない生活でやるくらいの方がやっぱり 1L の割にすごい収納も多いし、ここに甘えて物を増やしてはいけないなと。はいそうですね。もうむしろ収納はスカスカにするくらいで。いやそうですね。ミニマリスト目指す人は面倒くさがり多いんで僕しかり。いやそうですね。面倒なことを減らしたいみたいなのはあるので。そうなんですよ。さっき整理整頓の話でもしましたけど、まめな人はね整理収納できるけどまあ僕たちみたいに面倒くさがりはそもそも物の数減らしてはい、整理とか片付けしなくていいようにしたいっていう。そうですね。物を減らすの遅いと結構睡眠不足の人多いんで、やっぱ結構寝不足であんまり寝てない人は結構やっぱりスピード遅かったりするんですよ。しっかり寝てもらって、はい、また明日ありますので。すいません。今日はこんな感じでありがとうございました。ありがとうございます。ではではまた明日。お願いします。では失礼しました。ありがとうございます。はい。おやすみなさい。いいえまた明日お願いします。しっかり寝ます。いっぱい寝てください。
お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに。概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。おはようございます。おはようございます。ということで2日目です。お願いします。なんか機嫌がいいですね。やっぱり物を減らすと表情が明るくなるんだなって。いや、はい。本当にその通りでございます。ちなみに今その手元に持ってる紙は、はい。はい。これ昨日いらないってなった、はいチャッカマンのガス抜きをちょっと外でして、はい、でもう抜けたので。おお、すごいちゃんと宿題だったやつ。はい。ここはまだついてますね。そこで一生ついてると思います。はい、わかりました。ということでよろしくお願いします。お願いします。朝もちょっと、はい、今日のご飯を買いに行ったんですけど、はい、帰ってきた時に、うんうん、あ、広いねみたいな。ね、ここなくなってるんで、はい、そうですよね。おはようございます。領収書とかを整理してる感じですね。明らかなゴミを。あ、なるほど。いいですね。カードも。はい。解約。おお、早っ。すごい。よくあんな一日片付けた後に余力ありましたね。今日朝早起きしてやってるんでしょうけど。僕直前まで寝てましたよ。あ、そうなんです、はい、ちなみになんか朝起きてみて変化みたいなのってありましたか？メイクがああ、そっか。移動して、はい、ここがなくなったんですけど、はいはい、メイクスペースがすごい広がって、はい、こう置いて、で、あ、そうなりますよね。はい、で、使ってる途中のここに置けて、前は置けなかったので、いいメイクポジションになったなって思いました。自然光もたっぷり入るんで。はい。そうですよね、自然光入るのって結構大事で、僕も YouTuber なんで結構大体こういう風に日の当たるところから撮ったりするんであとは多分クローゼットですかね。そうですね、今日も朝パン買いに行ったんですけど、はい、2人でバーッと開けておお、ジャケット着て荷物持っていくかみたいな感じで、うんうん、逆に手をつけてないところが気になっちゃって、うんうん、昨日渋さんが帰ってからも、はい、おお、はい、少しだけやったりとか、うんうん、パンツを減らします。パンツをパンツっていうのはお二人のズボンとかですか？肌着の方ですね。肌着のパンツですかね。肌着のパンツを減らしたりとか、はい、昨日、はい、使い切りましょうかって言った、はい、泡の洗剤も使い切って入れたりとか、はい、ちょいちょい増えてるゴミが、はい、あとこの中の洗浄剤も使っちゃって捨てようと思って、ね、加湿器ってやっぱ定期的にメンテナンスしないといけないっていうので、はい、それ用の洗剤買ってたけど面倒くさくて使ってないみたいなのがやってなくて、はい、もう今2つ、これもあとそのケトルもやって洗浄中です。カードももう解約したので。お、早くない？はい、1日ですか？もう楽天カードも2つ使わないっていうのでもう解約処理したんですか？さっき、はい、すぐ出てくるし、今って電話じゃなくても、チャットサポートでできるんだと思って、もう今渋さんが来る5分前ぐらいに。おー、素晴らしい。物減らす以外のところというか、こういうのってやっぱり秋物のところもね、使ってないクレカとかって本当にあればあるほど管理煩雑になっちゃうんで、結構僕の YouTube チャンネルとかでは基本的に部屋の片付けやってるんですけど、それこそね、スマホの中身片付けるとか、はい、こういうキャッシュレス周り、家計簿周り片付けるっていうのはめちゃくちゃ大事なんで、ぜひやってもらいたいなと思ったんですけど、はい、こんなに早くやってくれるとは。別れの儀式をやりますか？はい。ここ確か。そうですね。はい。さよなら。レイリーさんどうでした？ここ。レイリーさんの感想もいろいろ聞きたいですね。僕が一応服から減らすように言ってる理由の一つは、減らした翌日から朝の身支度コーディネートが楽になるからっていうのでよくここから減らすように言ってるんですけど、変化ありました？なんか心境の変化。はい。朝起きてとりあえずすぐ部屋着に来たんですけど、これじゃなくてジャージの方。はい。前こっちだったよなと思って。はい。あ、そっか。こっちにしたんだと思って。で、はい。あれそっか4つになったんだってなって。で、うんうん。あ、そうだここだみたいな感じで。これに着替える時もはい。減らしたんだなと。とりあえず靴下少な。おお、いいとか悪いの前にとりあえず数が減ってるからそこのね。でも実際その4足間違いなく足りますもんね。洗濯頻度的に。とりあえずなんかすごく減ったなっていうのを実感したのと、あ、そうだこれにかけるんだと思っていきなり着たやつ、はい。あ、そうだかけるって言ってたなと思ってここにかけて、はい。そしたらもうすぐ取り出せられるなみたいな感じ。どこに何がかかるかっていうのが
分かるようになりましたね。おおすごい。カップルお二人がねここめちゃくちゃ使うところなんで、はい、ハンガーも気になりだしたよね。これはいまあ今そこに1枚あるんですけど、はい、肩がはい跡が残るなと思ってこれの服が、このハンガーじゃダメだと思って今とりあえずちょっと幅広のやつがあったから今かけたけど説はまだないので今そこに置いてるんですけど、いやそれ素晴らしくて服を減らすと今度ハンガーが余って捨てるみたいな話もよくするんですけど、と同時に僕おすすめしたいのはやっぱりハンガーを統一するっていうことで、多分今まで服の数が多い時ってその分だけハンガーもいっぱい買わないといけないから、一個一個のハンガーにこだわるよりなかったと思うんですよ。でもこんだけ数絞ればハンガー多分2、30本買えば多分全部統一できると思うんですけど、ハンガーも統一したいみたいな余力ができてるのが素晴らしいですね。それは多分減らさないとこの考えにならなかったと思うんで、クリーニング屋さんのハンガーを地道に集めて統一感を出したものだったので、マワハンガーとかニトリのやつとか、まあああいうのおすすめ。無印も近いからニトリでもいいし無印とか、ちなみに無印、昨日プラチナって言ったじゃないですか。はい、そうだ。はい、レイリーさんって別にミニマリストとかではないんですけど、なぜかムジラーで、まあ昨日もね副館買ってましたけどなんとねムジラーすぎてちょっと未知ですかアプリ。プラチナだと思ったんですけど、はい、1個上のダイヤモンドになっておおすごい。もうなんで20万買ってるってことなんですけど、ダイヤモンド会員とかあるんだ。ベッドも買ったからあはいはい、あそこのリビングのテーブルも無印だし、はいはい、あっちのやつも、はい、洋服も、おにぎりもね、おにぎりとかおにぎりの具ですか？おにぎりって何？おにぎりはいあれ無印なんだ。無印の冷凍おにぎりとかいろいろ買ってますね。無印に行くとマネキンが便利に見えるみたいな、無印店員もできそうなくらい似合ってますよモデルとか。昔そのエアポッツつけててコワーキングスペースみたいなとこがあって、ここからちょっと出てトイレに行くときに、ちょうどこのコワーキングスペースの入管の首下げのやつとエアポッツをしてたら、無印を通ったんで、無印の店員のインカムとも勘違えられちゃって、これどこにありますかって言われたことあります。すごいもう無印店員にも間違えられてるっていうのであそこですよって言ったんで、ちょうど分かったからもう無印行き過ぎて紹介できるようになって案内できる。だから僕の仕事っていうのは一番最初って物が多い時ってごちゃごちゃしすぎて終わりが見えないからそもそもやる気が出なかったりするんですけど、確かにもう多分ここまでやっちゃうとなんか終わりが見えてくるから、なんか自分たちでも勝手に頑張りたいというか、なので自走できるところまでサポートするっていうのを僕やってるんですけど、多分ここから僕帰った後も2人で結構ね減らしたりその物を一個一個見直したりする余力はできると思うので、ラスト2日目やりましょうか。はい、お願いします。お願いします。パン焼くときになんか水をかけて一緒に焼くとふんわりするみたいなやつなんですけど、結局使ったの見たことなかったからということで今から早速このキッチンをまた勝たせていくんですが、僕が来る前にもちょいちょい減らしてくれてるとのことで、あとは野菜をの水を切るやつ、ここにレタスとか入れて、でこう押すと遠心力で水がなくなるやつ、サラダこれで食べないみたいな、なんかサラダセットみたいなのあるじゃないですか、それで足りるのかなって2人で食べる人がいっぱいいたらレタス1玉買うけど、なんか私たちレタス1玉買わないよみたいなっていうねことがもう理解できてるので、これはいらないというもういらなくなりました。はい、お二人今日レタスコーディネートですね。今日は緑の気分だったんですね。ペアルック。ちなみにこれ夜遊びの。あ、本当だ。ナイスミートゥーだ。はい、今日はちょっといくらちゃんをイメージ。夜遊びの一番初めてのライブの武道館のやつですね。僕が行ったやつ。あ、そうです。ってことは結構前だな。多分2、3年前のやつじゃないですか。はい、捨てられないですね。おお、いいですね。まあでもちゃんと使ってるんで、エリさんはカジュアルが似合いますね。ありがとうございます。はい、彼氏がプロコーディネーターということで、じゃあやりましょうかここ。ここが多分昨日はブンブンチョッパーが向こう側にあったんですけど、こっちにさっきのレタスをくるくるするやつをなくして、でここに今一応入れたんですけど、減らせるのかな。出しましょうか。一応使ってるよね全部。まあ一応ここでの目標を言っておくと、カウンターテーブルにあるお菓子とか極力置かないようにする。とりあえずお菓子とか先に取っちゃいましょうか。減らす前からもう最初からこうなくしちゃいます。一番最初にそのゴールの状態にして、そこから逆算して物を減らしていく、つじつま合わせていくってよく言うんですけど、僕結構気になったのがこのケーブル配線。どうしてもね位置的にここにやりたくなるのは分かるんですが、下にはないのか。そうなんですよね。ここはちょっとこれタコ足配線はして外しましょうかね。なんでこれ作るんだとしたの？そうです、停電した時とかに作っている。
バッテリーが入ってるんだ。はい。すごい。音楽が。何の音楽でしたっけね。ジョジョかもしれないです。すごい、あの一瞬で分かった。はい、ということでミニマリストの天敵タコ足配線。これはまた美しくないし、これはまだマシな方ですけど、本当にひどい人ってもうこれが多分10個20個ぐらいついてるみたいな人とかってやっぱりいたりして、タコ足配線でまたタコ足配線してまたタコ足配線みたいな人とかって結構それ危ないんですよね。これはまだ全然いい部類ですけど、この状態がでも一番美しいですよね。イメージ本当にもうこういう置き時計だけあるとか、理想はそういうことです。もう本当になんか、何も置かない、もしくはもうどうしても置きたいものを少数1、2個置くみたいな状態が一番美しいんですよね。それかっこいいですね。それだけ置いてあったら。これにしますじゃあ。それ、はい、タニタの。できるかな。これね。とか、スマートスピーカーだけも最低限置くとか、そんな風にここは極力置かないようにちょっと頑張って減らしていきましょう。こういうケトルとか使うんだったら僕もうここに固めちゃいたいな。いや、それは思いますね。なんか多分置く場所がなくて、はい、でコンセントがあるし、こっから届くからみたいな感じ。はい。でも調理器具はこの辺りに全部固めちゃった方がもろもろ分かりやすいし楽だと思うんですよ。はい、ここは置く場所ないんで、ここでしょうね。ここからいきなり作っちゃいます。ガサッと。はい。パン。なのでもうこの状態からポンと置いちゃう。動線で言うと多分ケトルだからこっちでお湯出したいとかあるかもしれないんですけど、ここで沸かしてそこで置いとくとかでもいいし、はい、基本的に充電する場所はここでいいと思います。ケトルの充電はここでやる。こことかこうなくなってない？全部あれ？はい、厳選して、はい、思い出ボックスにいくつか入れて、ありがとうしました。じゃあもう思い出系はここに置くだけにしたってことですね。僕だったらそうだな、スマートスピーカーそっちにするかな。配線フライト置けばいけるんでそっちにしましょうか。ここにタコ足っていうか何かさっきの機能つければいいですかね。つければいけるはずなんです。ここにも Wi-Fi あるし、ちょうど部屋の真ん中ら辺なんで、今回何気なくここにフォトアルバムありますけど、こっちに置いちゃうかとかですね。こっちの方が部屋から見えるしなんか。ここね、これ絶妙に置いちゃうんですよね、多分。いろいろ試しますが、一旦戻しましょうか。スマートスピーカーはここに固めちゃいましょうか。はい、ここはあまり減らせなかったっていう感じで、食材もちょっと随時見直してもらいつつですね。はい、このトレイって何ですか？このトレイは、はい、引っ張れるんだ。出てくる後付けで、はい、別でこれとは別で買って、はい、私たちが勝手につけたというか出てくるように。調味料一番奥にだいたい調味料ホルダーがありますけど、この手のキッチンは、あとここにターメリックがあればその3つでカレー作れます。スパイスカレーが作れます。ローズマリーいる？いや、俺あったんだって感じだったよ。あ、本当に？いや、前使ってたんだよね。これでチキン一緒に焼くとすごい美味しいんですけど。はい。そんなおしゃれなものあんまり日常的に作らないから。昔使いました。はい。これでいいかな。感じで調味料も見直してもらい、昨日捨てたやつこういうの貼ってたんですね。そうです。なんか多分何も貼らない方が美しいんですけど。でも一旦使うものはここにちゃんと並べてあるんだったらはい、いいと思います。で、はい。これはこの無印の何でもいけるヘラでもいいです。もう減らすものはここら辺はそんなないですね。し、ここは特にめちゃくちゃ使う場所だと思うので、位置的に今度 IH 近いし。こういうのはない方がいいですか？僕はここは特になくてもいいかなと思いますね。割れ物があるわけでもないし、直の方がいいと思います。それ自体がまたここにかぶってきたりとかするんで。出入りが食器をしまったこういうの、しまった時にシワが寄ってるのが気になって。はい。ですよね。そう。置けば置くほど多分こういうのがちょっとこう浮いてきたりとかしてシワが気になりますよね。僕昨日の靴箱の新聞紙がそれだったんですよ。置けば置くほどちょっとずれていってシワになってみたいな。で、僕は基本的にもう何回も言ってるんですけど、上から被せる系のものあんま好きじゃないんですよね。よくあるのがキッチンとかでも時短アイテム出てくるのがマスキングテープをここで貼るみたいな。ありますよね。要は僕がそれ苦手なのは掃除を後回しにしてる系のアイテムっていうのはもう直で拭いたら早いやんっていうような。でそれを買うためにまた補充しないといけないからっていう感じで僕は基本的にあんま推奨はしてないです。ここも調味料と鍋と割と
レイリにもらった。バルサミコスか。ずっと前のやつだよね、これ。でも2027年まで使える。バルサミコ酢あなた使いますか？あるんだったら使おう。本当に？存在を知らなかったのに。もう使い切ったと思ってた俺。まあそういうことが今後起こらないためにも減らした方がいいですね。要は在庫の管理ができないってことなんで。で、全部出していくと今みたいにこういうのがあったんだって把握できて、捨てないにしろ、いつまでに使い切ろうとか目処が立つんで。これはアヒージョで使う。アヒージョで使う。お家でアヒージョしてるんですか？おしゃれな。はい。家でアヒージョしたい。これ今度使いたいんだけど。やりようがあるかな。マニアパウダーソース作って美味しい野菜つけて食べるとか。じゃあレイリがいかんせん料理が得意だから無限に使い道が出てくるんですよね。多分今日の晩ご飯にしてください。それ。ここはあんまり減らさない。出窓のところに出てるやつとかはここで使うからそこに置いてみたいな感じです。違いますね。これは冷蔵庫のパーツでついてるやつ、卵入れるのと仕切りですね。今取ったんですよ。はい。これを。ここのやつね、パーツ。今はいらないんだけど、また卵をここに入れたくなるかなと思ってちょっと迷ってる。迷ってる。空いたスペースに置きましょうか。使わないパーツのところのがいいですかね。あっちの。自分たちで認識できるんだったらパーツでってここに入れてもいいですよ。ここ結構機能空いてるんで、食材系も結構ここはさっき空いたんで、こっちはもう無理にあんま詰めない方がいい。ここにある系のものをやっぱりこっちに入れ込んでいって、お菓子とかもそうですね。こことかは見直せるんじゃないかなっていう感じで、ここもどんどんちょっと開けていきます。お菓子を置くとしたらもうここにしちゃいましょうか。お菓子をここに置いちゃえばいいんですかね。はい、そうしましょう。昨日何気なくお菓子食べ過ぎてニキビができちゃうみたいな話したと思うんですけど、そこにあると食っちゃうと思います。動線的にそこからピョンと取れちゃうんで、誘惑に負けると思うんですよ。朝ごはん食べた後に、なんかまだいけるなって言って、1枚ずつカントリーマームをつまんで。お二人がどのレベルまでストイックにお菓子食べないように心がけてるかわかんないですけど、本気で減らしたいんだったら汚し、もう表に出さないでこういう下の収納入れた方がいいですよね。食べる時に面倒くさくするっていう、工数増やしてあげた方が逆に食べなくなると思います。本当に食べたい時だけ取り出してあげるとかね。あそこに置くよりは多分こっちに置いた方がまだ減るし、減らしたいなら多分中に入れ込んだりした方が無駄には食べないですね。そこは任せますもん。一旦そっちに置きましょうかね。常にダイエットしたいんですけどって悩んでる人とかが、太ってる人とかの家見るとやっぱり太るべくして太ってるみたいな間取りってあったりして、お菓子が結構どこでもつまみ食いしやすい位置に置いてあったりとか、生活動線ってそういう食習慣とかダイエットにも直結してるので、見えるとこにすぐ食べれるように置いちゃうと、置いてあると食べます。さっきそこがスペース空いたんで、パックご飯はここに置きましょうか。だから昨日今日で減らした分結構キッチンにスペースができてきてるんで、そこにどうしても必要なものだけ入れていきましょう。もともとこういうチキンストックがこの辺りに置いてあったりしたんですけど、こっちの方が多分ね IH とも近いし、こっちでそのまま取り出して使えるから、ここら辺に固めましょう。この辺りで使うものはもうここら辺にどんどん固めてしまって、コーヒーはどんぐらい頻度で飲みます2人？毎日飲んでます。だったらそこでもいいですけどね。ここに入れる？入るかな？入った。米ですか？なんかカゴに入ってんだけど。これか。お菓子のカゴに入れちゃった。すごいね。でもそこでもいいですよ。ほぼ毎日使うやつですかね。週1か週2ぐらいですか。この辺にお米炊飯器とかあるからそこに置くと。じゃがいも、じゃあ重い食材系はそこの下に置きましょうか。どうですかこれ？お菓子を置いた、鶏サブレも置いてる、炊飯器の近くにお米も置けてる。はい。でもそこ空いたんで、それで。で、あそこのお菓子もなくなりましたよ。3個でいいか。フルで使うときはフルで使う。でもさ、作り置きそんなにしなくてもいいよねみたいな感じ。そんな話をしましたっけ？いや、なんか張り切っていっぱい作ってもさ、土日の時間が潰れちゃったりして、お出かけした日とか作れなくて、作んなきゃみたいな感じになるなら、もうそんなに何種類も作んないでこんぐらいでいいんじゃない？任せます。じゃあこれにします。タッパーを減らしました。タッパも最悪買えるものの部類ではあるんで、試してもらって。はい。パンパンだったのが少しすっきりしました。そうですね。でちゃんと空いた部分に食材も入れ込めて、はい。多分ほぼそうですね。全部入りましたよね。カウンターキッチンも空いて、ここも割とちょっとスカスカ感出てますかね。はい、もう何にもないですよ。こっちの方が綺麗ですね。やっぱ。綺麗ですね。こうやってもたれかかる余裕もできて、前はできなかったですけど、こういうところとかも含めて、割と前よりちょっとだけスカスカ感出てたりするんですよ。っていうので。無事に入れ込めましたと。今すぐできることではないけど、もう少し生活感出さないというか、スッキリ見せたいんだったら、こういうのが結構上にポンと置いてあるのって目立つなと思うんで、それこそもうこういうのとかをこの辺りにどっか吊るしてあげた方が使いやすいし、スッキリ見せるっていう意味ではここ直置きよりは何か多分ホルダーとかに吊るした方がどこでもいいんですけど、の方がいいかなとは思いました。
ちょっと危ないか。まあまだイメージそんな感じで、チューブラリンタオルの位置かな。チューブラリンタオル。まあここで水入ってるんだったらなんかこっち側でもいいかなとかは、真ん中に寄せた方がいい気がする。ちょっと位置変えてみますか。はい。ここからの視界とか含めて、ここは結構僕の中でちょっとね気になったんですね。ごちゃごちゃしてますよね。目立つところにあるから中央に寄せた方がいいかなという気もするし、これは何用ですか？水滴とかささっと拭いてるのにもらったんで使ってるんですけど、これ手を拭くようです。ちょっとこの辺りちょっと随時いろいろ使いやすいところちょっと見直しましょう。あ、でもすっきりしました。細かいところで僕あれだったら無地にするだろうなとかはありますよね。まあ一旦もらったから使ってるとかあるんですけど、いかんせん結構ね目線の高さにあるんですよ。めちゃくちゃ目立つんですよね。ごちゃごちゃしてますよね。はい。まあだからインテリア的にスッキリさせてとかだったらそこは多分白とかグレーとかシンプルなものにした方が多分存在感はなくなります。まあイメージそういうものとか、はい。はい、無印で購入し無印そうですね。ダイヤモンドでも本当無印のタオルとかはそこに、まあ僕実際そうしてます。最初からこういうのはついてる吊るすタオルあるんですよ。僕はそれをキッチンの上に吊るしてるんで。金とこれの違いって何ですか？そもそもなんですけど。これはお皿とかを拭く。これはここです。もらったから使ってるみたいな感じで、ふわふわしてるから。この2つで3つも使い分ける必要ないんじゃないかなっていう確かに気がしますね。これでお皿拭いてますよね。そうです。これは全部そのお皿拭いたり、はいこの敷いたりするやつです。被ってますよね、色と。 4枚だけ、これとこれとこれは枚数を減らして4枚、1日2枚ぐらい使うので。あ、もう使って捨ててるみたいな感じなんですか？あ、そうです。もうこれを回してる。これではい選択して使ってるので。はい、ここに置く枚数を考えたくてですね、基本的に多分ここにこんだけ普段置いてるんだったら、それは少なからずなくても絶対困らないです。それは多分絶対いらないです、そもそも。秋田県の触り心地に出る。うちの実家にいる秋田県の触り心地に出て、あ、はいこれ触るとワンちゃんを思い出したんですけど、はいまあいいですね。ワンちゃんを触りに行きましょう。なんかちょっとこういうところ今見直してるんですけど、スポンジの上にこのなんかヨーグルトのヨーグルトの蓋があって、これなんでこれ置いてるんですか？直接ここに置くとこれがこがなと思って。はい、これいらなくてもですね、なんか直で別に使った状態で置いとけば多分勝手に水はけるし、置いたからといってなんか別に傷ついちゃったら絶対ないから、ね、ここの掃除ができなくなっちゃうから、確かに。これ直で絶対いいです。キッチン雑貨って意識して買わないと色が入ってますよね。こういうのとか、ああいうのとか。レイリがお友達とバーベキューをした時に急遽買ったものを持って帰ってきて、なんとか使おうとしてこのちっちゃくしてるんですけど、これいるか？それの方がむしろ使ってない今。でもなかったらあれ使うじゃん。まあそうだけど、洗う手間が面積が少なくていいなっていうのがあるかな。それはおいおいなんか似たようなものをちゃんとしっかりしたの買っていいと思います。もうちょっと色が落ち着いたやつとか。なるほど。まあ、それ多分100均にもあるようなやつですし。まさに100均です。多分とりあえず数減らすってことやってますけど、そういった感じでも本当にもっとスッキリ見せたい、インテリアこだわりたいって感じだったら、そういうタオルとか、さっきのまな板とか含めて、まあこういうゴム手袋もそうでしょうね。色数減らすってことやるだけでもごちゃごちゃ感は減るのと、そもそもここのごちゃごちゃ感っていうのは緑系のものとか柄物があるからごちゃごちゃして見えるっていうのがあるので。ラベル取っただけで1個増えたけど、まだマシというか。とか、そうですそうです。でこれだったらもう大体わかりますよね、用途。わかります。まあこれの積み重ねです本当に細かいところですけど、これは僕が帰った後とかにもし事後報告の動画を送ってもらえたら、これがこうなりましたっていうのは皆さんに動画で伝えられるので、僕が帰った後も適宜見直して最終形態こうなりましたっていうのを最後に貼れるんで、なので動画の最後までぜひ見てください。このキッチンがどうなったのかっていう感じで、次ちょっとやりたいのが寝室のこの辺りがちょっと気になってますね。こいちゃんこれ結構読みます？寝る前とかに。寝る前は読まないですね。勉強しなきゃみたいなね、読んでから出勤しなきゃみたいな前の日に読んでるよね。ここでほとんど読まないって感じですかね。ここでは読まない。こっち乗ってそっち持ってくる。ね。ちょっとリビングに移動させましょうか。リビングのあっちの収納も結構空いてきてるんで、上中下3段入ってる分全部出していいです。出せ。懐かしいものができました。私は懐かしくないんですけど、はいなんか丁寧にまとめてるノートがある。すごいねこれ。全部手書きだよこれ。字綺麗だね。パートナーの字を今初めて見たみたいな。初めて見てはないんですけど、読みやすいなと思って。はい、僕の父親も最近ちょっと入院してたんで、看護師の方がこういう風にお風呂入れてくれたりとかしてたと思うんですけど、ありがたいですね。で僕本当に父親を病院に入れてから看護師さんへの敬意が高まりました。いるものだけあっちのリビングに、明らかにいらないものも使わないだろうと思うからちょっと減らしていきましょう。迷うものはまあ保留してもらって、このポーチの中に入ってるのが、備え防災アドバイザーの YouTube で枕元に置いといた方がいいよみたいな情報にあるんですけど、ヘッドライトとライトなんですね。笛とスリッパと手袋とベッド周りに置いてるものを詰め込む
袋持ち逃げするようにみたいな。まあ防災はどこまでやるかっていうのは人それぞれの価値観だからそこは任せますが、まあ少なからず必要十分にあっちに備蓄と玄関に防災カバンとかも貯めてあるから、まあ割とやってる方だと思いますよ。一応僕だったらなんですけど、多分この3段ボックスなくしますね。枕元で充電するのってあんまり僕はしたくないんですよ。なんでかっていうと、ここでスマホ触っちゃったり寝る前に、その点で言うとあれとかはマジで僕だったらしないかな。枕元の iPad で結構寝る前これで夜更かしちゃいそうだなとかは。いやしてますですよね。僕は結構枕元にスマホ置かないみたいなのは僕の習慣としてやったりするので、僕だったら充電スペースをあっちに作るかなとかはします。寝る前はあっちで充電しといてっていう風にした方がいいと思います。枕元にスマホあるとだらだらスマホ触っちゃって、それこそ髪型をセットする時間が遅れるとか、結構朝の時間大事だと思ってるので、最悪別にあっちにずらしてみて枕元入れてとかあったら後日戻してもらってもいいし、一旦せっかくなんでこんだけ大片付けしてるんで生活動線もいろいろ変えてみましょう。もうそれなくします。サンダーボックスなくしちゃおう。どうですか？結構最初は多分違和感あると思いますが、あそこ結構物溜まっちゃうんで、ここに例えばじゃあ照明置きたいとかあるんだったら、もう本当にちっちゃいサイドテーブルでそこに置くとか、それこそホテルみたいな部屋にしたいって言ったじゃないですか。ホテルのツインの部屋にこの3段ボックスって真ん中でできます。多分理想の生活に出てこないと思うんですよ。まだ置くとしたらちっちゃいなんかサイドテーブルみたいなものを置いた方が、ホテルっぽくなるし、こうって感じで本の仕分けも終わって左はいらないやつっていうのが分かったので、綺麗に書いたやついらない。あっち側に持ってって、ここ本来そういう本とか入れた方がいいんですよね。という感じで昨日こう片付けてスペースに空きができてるんで、ここら辺に本を詰めていったりして、もう一回ちょっとあっち行きましょうか。そこの隙間もなんかいろいろあるのではないかと。なんか保湿とか薬とか、でもこれは寝る前に使いたい。本当に使うものだけ置きましょうか。そこで充電する必要別にないよね。あっちでもいいかもしれない。これどうします？一旦その床で、一旦ちょっと仮ですが、一旦なくしました。今後多分おしゃれにしたいとかだったら、まあ置いたとしても収納がついてないサイドテーブルにするとか。ホテルのやつとかってそういう感じじゃないですか。丸型の足だけついてるやつとか、そこにティッシュだけ置くとか、間接照明を置くだけみたいなのがホテルみたいな暮らしだと思うんで、自分の理想の生活に出てくるのかってことを考えながら減らすのがおすすめで、実際収納ボックスだと出てこないと思うんで、ここはこんな風にいきましょう。はい。防災アイテムとか寝る前のケアアイテムっていうのはここに入れてこんな感じになりましたと。次ちょっと洗面所行きます。ここはまあなんか特段いろいろ物がはみ出てるとか溢れてるはないんですけど、まあ、ちょっとシンプルに中収納が詰まってたりした部分があるんで、いらないものをどんどん減らしていきましょう。まあ、ここも一旦全部出してやることは一緒です。全部出す。これはもうじゃあ絶対いるから戻す。他絶対いるやつあります。ストック。ストックはじゃあ入れて戻す。これは使う。これも使い切りたい。からじゃん。もう何も入ってないです。これはもう捨てれますね。自分さんに洗剤聞こうと思ったんです。ああ、なるほどね。何の洗剤使ってるのかなみたいな。何も使ってなくて、もう本当に髪と服全部お湯で洗ってますね。ユーシャンを服でもやってるんですよ。タオルとかだいたい匂いがついたりした時でもタオルもボロボロになってきてるんで、そのタイミングで買い替えてます。タオルも洗剤をいっぱい買ってタオルを延命させるよりすっきりさせてどんどん買い替えてとかでいいのかなって。僕はそうしてますね。延命させるような洗剤とかないもんね。こっちの方が安いってなって、お得な方を買ったんですけど、はい、数百円の差だと思うんで、だったらもうあっち使いましょう。楽な方選んだ方がいいです。洗剤は楽するためにお金払うって考えの方がいいです。時短するためにかかるお金っていうのはむしろそれで自分の休む時間とか変えてるわけなんで、多少高くてもそっち行った方がいいですよ。自分の時給もかかってるじゃないですか、そこに。もうあれでいいですね。これ全部ここにある今言ったやつ全部空なんですよね。ボトルから買わなきゃいけないからお金かかっちゃうな、どうしようかなって言ってずっとこう空のボトルが眠ってました。補充してないってことは多分もうそこにあるやつで回してるってことですもんね。こんだけあれば多分十分いけるはずなんですよね。まあいろいろ多分試してみたかったってのもあると思うんですよ。まあそうです。段ボールいらないですか？なんかあった方が。はい。まあケーブルが絡まらないとかあるんで、まあ一旦はそれでいいと思います。ちょいちょいさっきキッチンのところにヨーグルトの蓋は使ったりとか。言葉悪く言うとちょいちょいちょっとこう貧乏くさいところがあるんですよ。もったいない精神が強いみたいな話をしたと思うんですけど、ヨーグルトの蓋のやつとかそうなんですけど、まあお金がもったいないってのはわかるんですけど、だとしたら無駄に買うなよって話ですよね。今まで結構100均のものとか無駄に買ってたものあるんですよ。ああいうのって何百円の積み重ねですけど、多分もう何千円って過ぎてるんですよね。多分それさえなければ、まあケチケチしなくてもというか、あるんですよ、多分そういうのって。さっきの洗剤のやつとかもそうですね。これが安いからって言ったけど、多分他の無駄な買い物しなければ、そもそもあれ買うくらいの余力は全然あるはずなんですよ、本来。ぐさぐさ刺さる。まあヨーグルトの蓋に関しては俺も会った時は衝撃だったけどなんでなんでヨーグルトの蓋ここにあんのって思った時はありますけど、はい。慣れちゃいますね。ああ、なるほど。僕今日2日間過ごして思ったけど、多分レイリーさんがだいぶエリさんに譲ってるというか、要望を聞いてると思いますので、結構。本当にそうですね。こういうのも。そうです、こういうのとか含めて。貧乏になるって思いました。貧乏の時の状態っていうのはこう安物買いの税入しないが続いてるっていうのをよく言うんですけど、はい、
という感じで下もすきましたと。そもそもあっちにあったストックをここに入れ込んだ上でも空いてるんで、減らした回はありますね。ボトル4本分ぐらい減らしてるんで、だいぶスカスカになったはず。これでいいでしょう。続いてですね、じゃあベリーさんの方、じゃあ下からいきましょうか。出すか一回。はい、そうですね。また出してっていう感じで、ここもちょっとそうですね、一旦全部出したんで、いるものをどんどん戻していきましょう。リステリンの匂い好きです。僕リステリンあんまり、やっぱりそうなんだ。はい、虫撃系が好き。虫。これはいつもお風呂の後に使ってあ、そうなんだ。足？足用の、まあいらないかな。まあいらないかなと。こういう関係のやつってもう僕よく言ったら捨てるのがめんどくさい系なんで、本当ですよね。足の匂い対策とかロールオンタイプのやつとかおすすめですね。匂い対策とかで、まあ脇とかに塗るやつです。こういうスプレー系のやつって結構やっぱ後処分めんどいんで、どうしても缶じゃないと買えないものもあるとは思うんですけど、プラスチック容器系のやつの方がおすすめ。これはもういらないということ？で続いてこっち、そうですね、そこも出しちゃいましょうか。出しながらちょっと使ってねえなとかやらないものは随時捨てていきましょう。もろもろ全部出しましたと。じゃあこっからいるやつをもう一回改めて戻してもらいたいですね。で2つ出してるんで、例えばこっちにあったものがこっちに行ったりとか、位置入れ替えてもいいし、まあ使用頻度が高いものをこっちに戻していきましょうか。何？いや多い。どっちも？うん。一個でいいんじゃない？これ向こう。一応用途があるんですね。夜はこっちに。あ、私が臭いって言うから。そう。匂いにシビアな人がいる。僕がやってるのはもう本当に今日洗剤とか匂い対策系のは無香料にしてて、もうどうしても香り捨てたい時は白の香水だけ1本持ってるんで、それを出かける前にワンプッシュするみたいな感じになってますね。あとまあ匂いとかも結構人それぞれ好き嫌いがあったりするんでね、むずいっすよねっていう感じで着々と今そうですね、いるものを戻していって、使用頻度高いものは上、たまに使うものは下。これは定期便の闇。これ何の定期便ですか？これポーラのシワができないようにするクリームで、定期便で買って消費ペースに間に合わず新しいのはどんどん取れてるっていう状態だと思うんですけど、定期便は解約しました。お、いいですね。じゃあそれはもう使い切ると。これは使い切る。はい。これは時々使うけど、自分で節約しようと思って前髪を切ろうと思って買ったんですけど、やっぱ自分で切ると変ななっちゃうから、はい、結局美容院で。はい。それあると使っちゃうと思います。多分自分で切ろうみたいな。ちょっと節約して仮に失敗するリスク抱えて、失敗した後ってもう下手したら2週間1ヶ月とか結構テンション下がるじゃないですか。そのリスクを冒してまで節約するか、プロに頼むかっていう。あるから使っちゃうんですよね。病院行くのめんどくさい。でもあるし、じゃあちょっと行くか。で、結果失敗しちゃってそっから2週間ずっと気分落ち込むみたいなことを考え、そうですね。髪って結構本当にね、1回ミスるとダメージ長引くんで。うがい薬は、そのイソジンと何が違うんですか、これ。フルーツミントアップル味なので。なんかうがい薬が2つあるから1個でいいんじゃないかと思っちゃいますけど。イソジンはまずいので、美味しくないので、はい、これを経理が買ってくれたんだよね。じゃあイソジンなくすとかでもいいじゃないですか。イソジンなくします。僕はイソジンです。ああ、意見分かれてる。渋さんのお家にはうがい薬ないわ。ないわ。してないわ、俺確かに。うがい薬でなんか治そうとか対処とか確かにないね、うち言われてみれば。どうしてもまた本当にきつくなったらちっちゃいの買うとか、まあ1個はあるし。本当に喉が痛くっていうのが年に1回あるかないかあるので。じゃあもう1本で、その時ぐらいはよ。はい。その時ぐらいは。毎日は俺、これ普通のお水だよ。ですよね。始めとか、やばい時だけはイソジンで、うん、それでいいと思うんで、なくしましょうか。イソジン1本あればいいと思います。ここじゃあ水回りは OK ですか？はい。一通り減らすもの減らしたかな。という感じでどんどんああいう風に不要品が出てきてスペースが空いてきてるので、あっちにある水回りのストックもこっちに持ってこれると思います。という感じでコンタクトを入れたりしてもらってます。はい。これはまずはここに置いておきたいです。で、間違いないですよね。そうですよね。ここはもうもろもろ減らし終わりましたと。はい。まああとここどうですかね、最後見るとしたら。これはお風呂でさんの動画とか見るときにスマホをここに入れてます。スマホ防水用のそうですか？ iPhone 13です。だったらあれ防水なんで別にそのままでいいですよ。そうなんですか？ iPhone 防水ですよ。そうな iPhone の？防水なんでこれいらないです。そもそもスッキリ見せたいって意味だと、僕だったらこっちの隙間の収納とかにも全部なんかできたら引っ掛けられるものはこっちとかにやっちゃうかな。やっぱ目線の高さにあると結構ここお茶つくんで、ちょっと今適当に引っ掛けますけど、こういうマグネットで貼り付くものとかを買って、ここにあんまり僕は吊るしたくないな。ここになんかもろもろ引っかってるのがごちゃつきの原因なんですよ。こっちに固めた方が絶対いいですね。僕だったらざっくりこんな風にします。何事もそうなんですけど、まあこことかもさっきそうでしたけど、目線の高さがごちゃつくと、ここもそうだし、ここもそうですね。クローゼットの上とか、あとこのベッドよりも高い三段ボックスがあったじゃないですか。はい、A さんの課題としては、高くて目線の位置に結構物をごちゃつきがちなんですよ。今後そこを意識して、極力低い位置に固めたりとか、ローテーブルに買うにしても、ベッドよりも低いやつとか、同じ高さのやつにしてあげたら、存在感はなくなります。防災の観点で言うと、自分の身長よりも高いところにあんま物を置きすぎると良くなかったりします。というふうに今後家具選びとか、物の置き方を重視してもらえればいいかなと思います。
水回りはこんな感じで終わりましょうかね。ということで、もう水回りをもろもろ減らすものは結構減らしきったかなと思うので、ここからちょっとレイアウトとか生活の動線見直しつつ、ちょっとゴミ袋詰めましょうか、はい、インテリアでいうとロースタイル派ですか？地震が来たら怖いので、やっぱ低めの感じは好きです。もし家具変える余裕があるとか、僕だったらこれ結構よくあるダイニングテーブル置くかなとかあります。ここら辺にダイニングテーブル置いて、椅子2つ、そしたらここで食べてここで作ってここ出すみたいな。そしたらメイクとかも多分こっちでやることになると思う。ダイニングテーブルを買おうっていう考えにもそもそもなってなかったです。引っ越して半年なのでまだそんなにインテリアのことをめちゃくちゃ考えてはないと思うんですけど、とりあえず買えるもの買ってっていう。どの位置がいいのかなっていうソファーとか。ここに多分椅子が1個あったりすると軽くご飯食べる、パソコンを置いて作業するとかはできると思う。ダイニングテーブルまで行くと結構お金がかかっちゃうなって思ったんですけど、椅子とかだったらここにこう置くとかだったらここ座ってなんかとかできると思います。というので、そうですね、本はこんな感じで縛ったりスプレー缶抜いたり資源ゴミ分けたりっていうのでいろいろ大変ですが、プラスチック分けたりとか。これなんか使えない。極力使わずに収納していきましょうか。本当に減らしきった後で整理しないといけないものは使っていいですけど、極力一旦種干しできます。保育園に持っていくのもなくて困ってないはずなんで今日もゴミ出しなんで出しちゃいます。ゴミ出しをしつつで、外でスプレー缶の処理をしたりとか。昨日もちょっと途中で終わったんですけど、結構もう上の段がほぼ空きそうなんですよね。さっき掃除道具とか上にあったんですけど、そういうのも全部下に、さっきエリさんの身長で高いものは置かないようにしようみたいな意味でも、上にあると取り出しづらいから上の段丸々開けていきましょう。一回この辺りもちょっと開けてっていう風にちょっとここら辺を大改造してます。掃除道具も下にしちゃいましょう。もう上の段がほぼ丸ごと開きました。使うものは下にされたんでどうでしょうか。ここ、結構減らして上の段が丸々開いたのに加え、さっき床置きしてあった段ボール、お酒とかもう全部そこに入れ込めたんで、ここもごちゃごちゃしなくなったしいいと思います。こんな感じで上が1個開きました。だいぶ終わりが見えてきた。ゴミがどんどん出てきますが、ほとんど開いてるんで11時からやってるから3時間くらいか。昨日8時間と今日3時間くらいやって、あらかた減らし終わったかな。電動ドライバーがどこにあったか覚えてますか？ここです。おお、すごい。ここに電動工具系まとめてあるので、さっと取り出せるようになりましたね。物を手放すってはこういうバラしたりすることも含めてセットなんで。はい。おお、解体が始まりました。はい。解体完了。お世話になりましたね。このサンダーボックスも。って感じでもろもろ片付きつつある。何おにぎりですか？焼きおにぎり。なんか視界が明るくてわかります。僕も今そっちでご飯食ってたから、カウンターテーブルの上が物なんもないっていうので、そこにいろいろあったんですけど。そうですよね。47都道府県片付けたいなと思ってますね。すごい。行ったことがある県を色塗りするなんかアプリみたいなやつありますよね。僕それやってるんですよ。やってるんですか？今まで片付けに行った都道府県ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,12 12個行ってるんで、あと35で、あとはあそこにあった充電周りを最後どうするかって話なんですけど、決めました。あそこにします。ここに充電作ればスマホを充電しながら何かやるとこできるじゃないですか。ケーブル配線がごちゃごちゃしてるんで、いらないケーブルがないかとかもちょっと見直しつつですね。毎日充電してるもの聞いてもいいですか？スマホ2台とiPad が2台、iPhone2 台、Apple Watch、多分イヤホン。そんな感じです。これをそのソファーの近くに置いとけば、生活スペースからも近いから、さっと充電して取り出すのもしやすいし、今そこに iPhone2 つありますけど、ワイヤレスイヤホンとか、これ全部もろもろ、ここ 3way のこれでも5個充電できますよね。あとこれもあるんで、6台までは充電できるんですよ、もう同時に。さすがに8個同時に充電することないはずなんで。だって iPad とか充電普通に1週間とか持ちますよね。イヤホンもそうですね。イヤホンも多分充電普通に下手したら1週間とか、2、3兆持つから、8個全てを同時充電することはないけど、6個まではいけるんで、ちょっと今裏ごちゃごちゃしてますけど、ここは例えばケーブル配線ボックス的なの束ねてもいいと思うし、で、あそこを片付けた結果、こういう感じでいらないケーブルと小足配線系のができましたと。これはもういらないです。この収納ボックスもいらなかったですね。買う場所なし。無理やり使いたがろうとしてましたけど、捨てちゃいましょう、それ。というので、ここも最後掃除片付けて終わります。これを小さくします。トイレットティッシュももう下の段とか、はい、そこでもいいですよ。OK。最後に気になったのはこれかな。使えるけど。貼るとしたら別の場所でもいいかも。これまさに目線の高さにあるから、入ってきた時にめちゃくちゃ生活感が出るっていうのが一つなんで、僕だったら出かける時に絶対靴履きますよね。ここに貼っちゃうとか。そしたら忘れないと思います。鍵は閉めたも含め、絶対靴箱開けるんでね。っていうので部屋が綺麗になりました。最後、
昨日も言ったんですけど、ここ若干僕気になったんで、僕だったらこっち置くかな。便座に座ってる時に目線につくんで、そうするとまずここパッと見た時にやっぱりここがなくなるから綺麗だし、ここからよーく見ればこっちにあるけど存在感ないし、こっちだったら便座から見た時の視界もない方が綺麗。地味な改善ですけど、見えないところにちょっと移動させました。すっきりしていいですね。別に動線的にも変わらないからこうしましょう。はい。はい、2日間にわたるモノヘラシが終わりました。ということで部屋がどうなったのか、ルームツアーをしていくんですが、ここは寝室ですけど、まず一番最初に変わったのがここですね。3段ボックスがなくなりました。高さのある3段ボックスはね、物がごちゃごちゃ溜まりますし、もっとあそこでね、充電してたんですけど、今後充電は、あそこに充電器全部束ねたんで、あそこで充電してもらえれば、今後寝るときにスマホだらだら触るっていうのもなくなると思うので、結構朝の時間の使い方は変わると思います。ここが一番頑張ったところだと思います。はい。というのでここですね。じゃじゃん。はい。レイリーさんが服を半分ぐらい減らしてくれたので、真ん中がカバンスペースになり、上はほぼ何も置いてないということで、別に高い位置に物が置いてあったから、ごちゃごちゃ感が拭えなかったんですけど、下に全部固めてありますし、あと衣装ケースも2つ減らしたんで高さが減ってたりとか、使うシーツとかも含めてあそこに置けるようになってるので、もうここがめちゃくちゃ綺麗になりました。ここもじゃじゃーん、綺麗になっております。特に頑張ったのはさっきのここのケーブル配線のサイドテーブルを作ったっていうのと、そこですね。もう特にここ何も置いてありません。物が置いてあると、そこに普通に置いちゃうし、便利だなって思っちゃうけど、ない方が何も置きたくなくなるなっていうのはすごい。いや、これ本当そうで、割れ窓理論っていうのがあって、窓とかをバーンって一回割られてそれ放置しておくと、またそれを見た人がどんどんいたずらで窓をしなれちゃうみたいな、もう一個壊れてるからもう他もやっちゃっていいでしょみたいな感じで、要は物も置けば置くほどどんどん置くのが当たり前になっちゃうから、芋づる式に増えていくんですよ。一回こんな感じで綺麗にリセットしちゃうともう置きたくないってなりますよね。我々理論の話言うと、1個壊れたら早く直した方がいいよっていう教訓でもあるんですけど、キャスターの上、あそこが片付きましたね。いつも多分仕事から帰ってきたらあそこにリュックをポーンって放り込んでたと思うんですけど、今後はあっちにスペースができたので、はい、ここにエリさんのメイクボックスが代わりに置けるようになったので、アイテムを取って置きながらすごい良かったです。おー、素晴らしい。このトローリーワゴンもすっきりで、ここが一番変わりました。カウンターテーブル、時計だけこれだけちょこんと置いて、時間と湿度とかチェックできるように置いてます。僕はもう今後基本何も置かないで綺麗な状態を、これがやっぱり綺麗だと思うんですけど、いいですね。ちょっと嘘みたいですね。ここも片付けまして、こことここの段もほぼ空きましたね。床置きしてあったものとかを全部ここに入れ込めましたし、寝室にあったレイリーさんの本とかも全部ここに入れ込めたりと、使うものごとにちゃんと整理収納がようやくできるようになったっていうので、今まで整理収納アドバイザー準1級がほぼ意味をなしてないくらいあっちこっちに物が散らばってましたけど、テープとか縛る系はこれがプロジェクターで、これは工具類とかっていう風に、ここはパソコン系、下は書類とか物ごとに整理できるようになりましたし、上はここ全部付属品のパーツ系、賃貸で最初からついてて返さないといけない系とか使用頻度が低いので上に持ってきてると。でこっちもですね、結構エリさんの身長より高いところにはもうあんまり物を置かないようにして、ここを開けて、で普段使う掃除道具とかをそこに固めてっていう感じで、ここもあと備蓄も置けてますし、いいと思いますね。あとここが前は前で味があってよかったですけどね、あれ全部剥いでましたね。あれは剥いで、思い出ボックスに厳選して入れました。大事な写真とかもここに置いて、飾りはなんでこの範囲で楽しむっていう風に、という感じでここもちゃんと片付け終わってますと。ここも頑張りましたね。あそこにあったお菓子もここにね置けるようになって、結構まだスペース余裕があるというか、ぎゅうぎゅう詰めじゃないし、この辺りとかも見直しても食材は全部この周辺に固めて、使用頻度とか考えながらちゃんと物を置けるようになりましたね。使用頻度が高いものは下目にして、たまに使うものは上とか。ここはもともとそうですね。ここもちょっと減らして。そうですね、ここも減らしたりして、なので基本的にも結構ここにちゃんといろいろ散らかってたものがここに入るようになったので良かったと思います。この辺りタオルの位置とか見直したりとか、いらない布巾とか減らしたり、あとこれですね、ここにあったヨーグルトの蓋とか全部なくしたりとか、かなり綺麗になったと思います。あとは玄関ですね。玄関特に入った瞬間にもここにあった金属ラックもなくなったので、でこっちもですね、こんな感じでここが丸ごと開いたので、使うものをここに固められるようになった。靴は全部ここに収まるようになりましたね。はい、あとはトイレも最後見直したので、ここがすっきりしましたと。あとここも結構変わりましたね。洗濯機のあそこに吊るしてあったやつ、あそこもちょっと置き方を変えたりして、目立たないところにちゃんと収納できたりとか、ここら辺も洗いざらい本当に必要なものだけに厳選できたので、って感じの2日間でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。2日連続8時間という時間くらい、計12時間ぐらい2日連続ぶっ通しで片付けるのでお疲れだと思いますが、率直に今感想どうですか？
最高ですよねすごい綺麗になって表情が明るくなってますネギさんは明るくなってネギさん眠くなって眠くなって休日2日連続に返上して片付けに時間使ったんで、でもおかげさまでカウンターテーブル上とかすっきりしてますし、クローゼットは物が減ったなっていう感じなんですけど、ここはもうすっかりなくなったので、ここはご飯食べたりとか料理する時もめちゃくちゃ使う場所、部屋のど真ん中にある場所なんで、ここが綺麗になったのはすごいテンション上がりますよね。上がりますね。めちゃめちゃ嬉しいです。特に減らしてよかったものとかあります？収納とか、あとは試供品、あれが物的にはちょっとなんですけど、心の中から減った、大きな変化でした。ね、まあ高いブランドの試供品だからっていうのはなかなか捨てられずに悩んでましたけど、そういうモヤモヤなくなったと思いますね。最後視聴者さんに伝えておきたいです。やっぱり自分だけでやるのはちょっと難しいなって思って、最初渋さんが来る前は自分でも結構減らしてるなって思ってて、家綺麗な方だし片付いてる方だなって正直思ってたんですけど、ミニマリストの渋さんが来て改めて気づいたこととかもあったし、来てもらえてよかったので、悩んでる人は来てもらった方がいいんじゃないかってありがとうございます。宣伝みたいになっちゃったんですけど、ぜひミニマリスト絞りに呼びたい人は概要欄に申し込んでくれたら全国どこでも行きますので、はい、とか逆にもどうしても事情があって YouTube に顔出しできないとか部屋は出せないっていう人はLINE から有料のコーチングも載せておりますので、ぜひお申しください。私が思ってたのと違う視点で、これいらないんじゃないとか、これはここに置いた方がいいみたいなのって、やっぱり住んでる当事者だとわからないこともいっぱいあったなと思います。確かにね、自分にとってはこれ当たり前と思って生活してるから、傍から見るとなんかヨーグルトの2人いらなくてとかいろいろ気づくことがあるんで、毎回言われてるんですけどね。すみません、ヨーグルトの蓋ばっか突っ込んでるんですけどここだとお互いにいらないでしょ、いやいるよみたいなやり取りになっちゃうので、他の人に言われた方が納得できることあるんだなって思います。そのために来たのでということで今回2日間終わりなんですけど、多分僕が帰った後も多分ちょいちょい減らしたり物見直したりすると思うので、この動画最後まで再生止めずに経過報告の動画をまた送ってもらおうと思うので引き続きお待ちしております。ありがとうございました。ではでは。この木になった部屋でお幸せにお過ごしください。また結婚式とかあったら教えてください。ありがとうございました。渋くんが帰ってからまた片付けが進んだようです。ここにあったものがこの中に移動しましたね。あとはここにかかってたものがここにかかってましたが、それもこれもう取って、これは捨てるそうで、かかってたものネットとかは全部こっちに畳んで移動しました。あと今日は粗大ごみに持っていくので、この前の3段ボックス、カラーボックスですねはこの前解体したのを今日持っていきます。あとは向こうに見えるベッド、今日ちょっと変わるのでそれも持ってきます。ここにあったいっぱいの服たち、昨日ですね持ってもうだいぶすっきりしてきました。じゃあこれからまた片付けしていきます。渋さんおはようございます。ベッドルームも少し変えてあります。サイドテーブルを無印良品で買いました。とってもシンプルで素敵です。それからベッドマットレスを、レイリに処分してもらってから新しくベッドマットレスを買いました。こちらのベッドマットレスがニトリさんの N スリープ簡単分解構造ポケットコイルマットレスっていう名前で、処分するときに、自分で簡単に分解できるそうです。ここの QR コードを読み込むと分解の仕方を教えてくれるみたいです。処分する時のことを考えてこちらのマットレスにしていました。はい、こちらはリビングルームです。渋さんが作ってくれた充電コーナーですが、じゃじゃーん、見栄えの良くないコードをきれいにレイリが整えてくれました。小さな変化ですが、とてもすっきりして良かったです。渋さんとお片付けをした後、マニキュアセットも整えました。残すのがこっちで、こっちが手放す方です。ピンク系とか、あとはもうほとんど使えないもの、あとは買ってみたけどあんまり使わなかったものは手放しました。
残したのはブルー系とかホワイトとかグリーンとかなので、自分が好きな色が分かった気がしました。渋さんと一緒にお片付けをしてから2週間ぐらい経った今朝の我が家です。生活感はありますが綺麗な状態です。今朝ごはんを食べ終わったので片付けようとしています。こうやってカウンターに置けます。この渋さんに何度も突っ込まれたこれは捨てます。こうやってすぐ流しに置けるのでめちゃめちゃ楽です。渋さんありがとうございます。それからこのお菓子とかが置いてあったところなんですが、パンとかお菓子とかを結構食べきって今減っているっていう状態ではあるんですけど、じゃがいもとかを入れていた段ボールの箱も捨てて今こんな感じです。渋さんが帰った後もちょっと物を減らすのを頑張っております。でキッチンのタオルはちょっとまだ変えられてないですが、一応黒っぽいものにしてみました。ベッド下収納です。こちらは渋さんの動画の時には、ノータッチで物がいっぱい入っていたのですが、じゃん、空になりました。それからこちらがアクセサリーなのですが、私は身につけないので、これから大吉さんに持っていこうと思います。で、これは、燃えないゴミには出せないので、市の、回収ボックスに入れたいと思います。それでは、行ってきます。はい、大吉さんから帰ってまいりました。今回大吉さんに買い取ってもらったアクセサリーは3点で、こんな感じになっています。プラチナやパールはしっかりとお値段を、つけていただいて、メッキ素材のネックレスも買い取っていただけました。大変ありがたいです。で、こちらのパールのネックレスは私がこれから冠婚葬祭で使おうと思います。ちなみに箱なんですが、ティファニーなどのブランドの箱だったらあった方がいいみたいなんですが、こういったよくわからない箱は、買い取りの際にもいらないみたいなので、これからこちらはもう処分したいと思います。今回渋さんにお片付けを手伝っていただかなかったら、きっとこの宝石たちも引き出しの中で眠っていたと思います。渋さんありがとうございました。以上です。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに。概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。